皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年3月5日の生放送を行っていきますので、今日もよろしくお願いします。というわけで、最初の会場前から多くの方、お集まりいただきましてありがとうございます。始まって早々なんですが、なんかお腹の調子がちょっと悪いなっていうのをちょっと思いつつなので、途中トイレに行く可能性ありますので、その点ご了承ください。さて、いつものオープニング動画というものを流したんですけれども、ここ最近ですね、やっぱりウクライナ情勢っていうのが頭の8割ぐらいみたいな感じでちょっとニュースを占めているっていうこともあって、少し昔の動画を見てたんですね。で、その時に一つ思ったのが、今これオープニングの時に使っている表紙絵なんですけれども、昔の動画の時はこれに一番最初にこんな、なんていうかな、つかみのというか、そういったものを入れてたんですね、映像ちょっと。ドーン、ドーンと2回音が鳴って、そして少し荒ぶる感じの雲の様子を流してっていうのを入れてたんですね。これ少し古い、かなりもう初期から見てる人じゃないと、そんなのあったのみたいな感じなんですけれども。で、この初期のこのオープニングなんで入れてたかっていう話を少し、もう一度しようかなと思いました。で、なんでそれを最初に入れてたかっていうと、これは、戦争っていうのは基本的には遠いところで、どうしても起こりやすいものだっていうところから、ドーン、ドーンっていうのは、これは別に、なんていうかな、砲撃の音をちょっと意識したものとして入れたんですね。で、私が動画を投稿し始めた頃っていうのは別に現在のような戦争状態っていうのは全くないような時期でしたから、いわゆる暗示として入れてたんですよね。将来的に日本っていうのは基本的には、中国であろうと、ロシアであろうと、どこが相手になるかは定かではないものの、そのような戦争に陥る可能性があるぞというのを私は思ってました。で、そのような前提を持っていたからこそ、将来的には憲法改正っていうのをちゃんと見据えておかないと、いざという時に何の備えもありませんよみたいなことになったら、やはりパワーバランスが悪いですからね。結局のところ戦争状態に突入してしまうその一番の要因っていうのは、相手から見て、こいつやっつけやすいなっていうぐらいに差ができた時ですね。戦闘状態に入る前っていうのは、やはり、なんだかんだ言って、勝ち負けっていうのを意識するものです。当然のことなんですけれども、相手の方がものすごく強いなと思ったら、ちょっとやそっとの相手の隙を見ても、こっちから攻撃した瞬間にとんでもない反撃が来て自分が終わっちゃうなって思ったら、基本的には戦争はしにくいものです。あくまでもこれはしにくいというだけであって実際にすることもあるんですけどね。例えば第二次世界大戦の時に
外交的に最終的に追い詰められた日本が、まあこのままだと石油が全く入ってこない状態になる。これはもう経済的にも完全に終わってしまう。そして軍事的に言っても一切行動が不可能になるみたいな感じで、まあどうしようもないな、でもこのまま何もしないで全面降伏するっていう、いわゆる国内政治ができなかったために、最終的にはアメリカに対して攻撃するっていうことで、まあ手中に勝つを求めるような作戦に出てしまったというようなこともあります。なので、あくまでもしにくいというだけで、実際にするかしないかっていうのはまた別の問題なんですけれども、少なくともパワーバランスが悪い方に、とりあえず、日本の方が弱い方であればあるほど、他の国にしてみたら、ちょっとこれは日本はひとひねりできるなって相手に思われたら、日本の方が非常に危険なんですよね。まあ今まさに尖閣諸島周辺で起こっているような中国との軍事力の差っていうのが今非常に危険な状態になってるんですよね。軍事力っていうのはどうしてもですね、ここ1年で何とかしようとかいうのはちょっと難しいんですよね。兵器を揃えましょうっていうものだけではないですし、当然のようにそれを取り扱う人たちを訓練するっていうのは、まあ1ヶ月2ヶ月みたいな形でできるもんじゃなくて、現代ではどうしても最新兵器の取り扱いも非常に多いということもあって専門職なんですよね。だから1年2年じゃなくても5年10年計画でもって少しずつ軍備を整えておかなければ相手とのパワーバランスが乱れてしまうということなんですよね。まあそんな感じでですね、初期の動画を見直して、やっぱり日本のこの育成っていうのも考えると、やはりこうした軍事的な面においてもしっかりと重視していく憲法改正であったり自衛隊の戦力の整備なんかは、まあなんていうかな、選挙の時に一番の話にはならないんですけれども、でもそれが最初にないとなかなか国内政治を充実っていうのはできないんじゃないかななんていうふうに私は思ってます。それで言うとですね、ここ最近の話でドイツが大きな方向転換を行いました。メルケル首相がですね、政界から引退して今新しい首相に交代したんです。で、メルケル政権の政策っていうのをこのまま維持するっていうようなことが続けば、例えばロシアに対する緊密な関係を継続するなんていうことも一応起こり得たんですよね。ところがですね、ウクライナに対する侵略っていうのが実現して、もうプーチン大統領のこの勢いっていうものを見たときに、このままじゃダメだろっていうことがドイツ国内でも声が大きくなって完全に方向転換したんですよね。メルケル政権の進めていたロシアとの蜜月関係っていうのはもうこれはもう見直しだということで、例えばロシアから天然ガスのパイプラインで送ってくるノルドストリーム2については、これはもう凍結だと。で、凍結したら何が起こるかっていうと、ノルドストリーム2っていうのは建設って言えばいいのか、海にパイプラインをどんどんと引いていくんですけれども、事業規模としては1兆2000億円ぐらいだったかな。確か1兆円以上の大規模な事業なんですよ。でもパイプラインを使わないってなったら、それただ単にものすごいお金をかけて管を置いただけですねみたいな話で終わっちゃうわけです。するとこの事業を進めようとしていたロシアの国営企業のガスプロムっていう会社の運営会社がもう経営破綻するっていう、そんぐらいのことが起こってるんですよね。で、一方でドイツはこれまでは基本的にはなんだかんだ言って自分たちが矢面に立つような時代は来ないだろうみたいなことをちょっと思っていて、NATO 加盟諸国の中では基本的にはそれほど軍事力を増強してこなかった。防衛予算というもので言えば、例えば GDP 比 2% みんな目標にして、NATO 加盟諸国はお金ちゃんと使おうねっていう話があったんですけど、ドイツはそれを守ってこなかったんですね。ところが、今回ウクライナの件を見て、これはもうさすがにそういう時代終わったなって思ったらしくって、日本の防衛予算を2倍以上、12兆円ぐらいの規模で、これからはドイツはやっていこうっていう、そのぐらいの方針転換したんですよね。
ドイツの場合だとですね、日本と違って昔からある程度兵器産業に力を入れていて、自分の国で使う分だけではなく他の国にも売る分っていうのがあるんですね。だからドイツは武器輸出大国と呼ばれていて、大体世界の4位か5位ぐらいの地位を持っています。で、今回ドイツ自身がそうやって国防予算を一気に2倍ぐらいにするよっていうような話をしているので、今後ドイツ製の兵器産業っていうのはかなり盛り上がってくるだろうなという感じもあるんですよね。そんなこともちょっと事情として考えつつ、ヨーロッパの方では今ロシアに追い立てられるような形で、ロシアはもう危険だな、もう中立でいるのは危険だなっていうのが国民の間でも広がっていて、これまでは中立を維持していたスウェーデンやフィンランドが NATO 加盟を考え始めているっていう状況になってきたんですよね。その他 NATO に入るのはちょっと難しいなと思っている国なんかは、逆に言うと EU にまず加盟するところから始めて、このステップアップする。まずは EU に加盟して、経済連携的なところからスタート。その後になって、少し軍事予算を増やして制度を整えて NATO に加盟しようっていう、そうした動きなんかも見られるんですよね。だからこの後ですね、ウクライナにおける戦いっていうのがどうなるかっていうのはまだまだ見えないとは一応は思ってるので、結論は言えないんですけれども、でも EU とこの NATO、 この経済連携と軍事的な同盟っていうものはこれからは基本的にロシアの動きを受けた形でかなり増大するだろうなっていうのが見えてきてますよね。そんな風なちょっと国際状況っていうのは動いているところでございまして、ちょっと雑感としてそんなことを最初に述べさせてもらいました。シューマハーさん、スバチャットありがとうございます。それと、メンバーに入ってくれた方いたようですね。ありがとうございます。バトンさん、馬の頭で書いてバトって読めばいいのかなっていう感じですよね。三国志に出てくるバトさんなのかな。三月マスさん、ネオ・ワルシャワ条約機構っていう感じですか。ロシアの方はそういったものを狙ってるかもしれないですね。ロシアだけで何かをやるんじゃなくって、傀儡国家的なところで言うと、もうベラルーシなんかは独裁者はいるんだけれど、明らかにロシアの後ろ盾を取った状態でなんとかこの独裁体制をなんていう思ってるでしょうからね。そうなるとロシアにしてみれば、いやいや他の国ともやってるんだよみたいな感じで、そんな感じでしょうかね。バトーさんは広角機動隊の方ですか。なるほど、そっちの方でしたか。了解でございます。さて、それでは少し冒頭で、昔話を入れましたところで、でもこの後だんだん世界がなんていうかな、荒れてくるというと変ですけれども、決してなんとなく冷戦だけでは済まないぞっていうような状況になりつつあるのは、多くの人が共感というか共有する意識なんじゃないかなと思いますね。結局のところロシアがたとえ今回どうなろうとですね、その後中国が明らかに漁夫乗りで力を蓄えてくるっていうのが見えてる状態ですからね。このあたり決して無視できない話でございます。よいしょ。というわけで、まずはロシア関連の話、皆さん今日書かれているので、その話からしていきましょうね。ロシア関連プラスアルファ国内政治と、よいしょ。よいしょ。よいしょ。あとはご飯の話なんかもありますね。ご飯は美味しいですからの。あとは経済の話もありますね。ロシアを国際的な決済ネットワーク SWIFT から外した時のその影響、主天童おじさんが書かれていますね。兵庫かっこさん、お腹大丈夫ですかっていうことですけど、今のところは大丈夫です。ちょうど始める前になんかぐるぐるってきて、っていうちょっと違和感あったんですけど、今のところは問題なさそうです。
ちょっと、まずは軽いジャブからいきましょうか。で、こちら書き込みをご紹介するときには読み上げソフトを使わせていただきます。で、最初に読み上げソフトを使った後は、音量が大きいぞ、小さいぞっていうのをちょっと書き込んでいただければ調整しますので、それではまず四天王さんの書き込みをご紹介しましょう。上川さん、こんばんは。現在、ロシアの通貨ルーブルは、SWIFT からの締め出し等の経済制裁で価値が爆下がりしています。100% の下げ率の市場もあるとか、素人考えですが、いずれは戦争も終結し、経済制裁も解かれる日が来るでしょう。現実的には経済制裁により現時点でルーブルやロシア関連の株は購入不可能でしょうが、もし購入したら経済制裁後に爆上がりして大儲けできるのでしょうか。ルーブルを10万円分買ってたら1000万円になるとか、ウクライナの方々が苦しんでいるのに不謹慎な質問ですみません。というわけで、書き込みありがとうございます。経済の話からまずちょっと入ったんですけれども、他に書かれている方がいなかったっていうのもありますね。他の方はどちらかというと、戦況がどんな風になっていくのかっていう、そっちの方の話がメインの方多かったですからね。というわけで、まずは最初に、こちら経済的な話なんですけれども、まず通貨については、基本的にはちょっと手出しをしない方がいいんじゃないかなとは私は思ってます。一方で、株の方について言えば、例えば銀行決済のシステムから締め出されたよっていう話は確かにニュースとしては正しいんですけれども、でも詳しい話をすると、ロシア最大の銀行について言えばこの SWIFT から排除はされてないんですね。で、なんでそういう風になってるかっていうと、ロシアとヨーロッパ、この関係っていうのは今天然ガスによってかなり深い結びつきがあって、ヨーロッパとしてもやれるもんだったらちょっと天然ガス止めたいんだけど、でも止めちゃったらものすごいエネルギー不足に陥ってしまうんで、止めるに止められないっていう状況になってます。で、この状況で一番、ある程度その地位を保たれているのがですね、このロシアの一番の銀行だったりするわけです。大口の、取引をする上においてどうしてもこの銀行っていうのを外せないと。で、資源のやり取りをする上で欠かせないっていうことで、SWIFT から排除しますよと言いつつも、そうして一つ残ってたりもします。そういった意味では、直接的な被害を受けているその被害度にはちょっと少ないので、ものすごい株価が下がってるな、でもこの会社別に倒産するわけでもないのになっていう、そういった会社っていうのは、ちょっとちょこちょこあるんですよね。だから、目利きをする人たちの間では、ここは今すごいバーゲンセールを行ってるなって思って買いに入ってる人たちもいます。で、これは欧米のいわゆるヘッジファンドであるとか、もしくはですね、欧米の資本ではない、例えば中南米の国々から見たときにおいては、ロシアとの経済関係は非常に深いですから、経済制裁なんかも一切加わってません。なので単純に、ここ割安株のとんでもない買い時だっていうふうに思っている人たちもいます。個人でできる範囲っていうのは、どこまでできるかは、人それぞれ異なるので、ものすごく難しいとは思いますよ。これが買いだと思ったらそのまま破綻するパターンもありますからね。これは非常にギャンブルの世界だと思ってください。ルーブルについて言っても、長い目で見るのか短期的な目で売買に入るのかっていうのはちょっと違うんですけれど、どちらにしてもやはり思ったように動くかどうかっていうのはちょっと保証できる話ではないですね。もっと下がるだろうと思ったらここで一旦上がりますみたいなパターンになるとものすごい巨額の損を抱えますし、特にレバレッジをかけて売買するのは危険じゃないかなと思いますね。もちろん主天堂さんが例えばですね、1億円ぐらいのお金を持ってて、1000万円ぐらいだったら別に吹っ飛んでも構わんわとか言うんであれば、それは個人の話なんですけれども、私は基本的には、そうしたらちょっと、もう儲けできるかも、みたいな感じで、ちょっと手をつけるべきではないんじゃないかなと思いますね。よいしょ。ただ戦争の時にはそうしたお金がものすごい激しく動き合うっていうのはありますからね。さて、少し別のところ行きましょうか。
ちょっとこれは評価順で並べ直した時の一番上に来てますね。キャットウェルカミングさんの書き込みをご紹介しましょう。ないとは思うし、あってはならないことではあると思いますが、もし日本がウクライナのような惨事になったとするなら、日本人はどの国の難民もしくは移民になるのが良いと思われますかということですね。最後、点々点がついてますが、まあ、いろいろ思うことはあるのでしょう。まずはですね、日本にさあどこぞこの国が攻めてきたぞっていう状況っていうのは、まあ私はいつか起こるだろうと思ってるんですけれども、まあそれがいつになるかわからないですよ。例えば10年後なのか50年後なのか100年後なのか、まあその何年とかそういった話は全くわからないですよ。ただ永遠に戦争がないっていう前提で考えるのか、それともいずれどこかで何かしらの理由で戦争は起こるだろうっていう考えを持つのかっていうのは、まあ結構何をすべきかにつながってくるんですよね。例えばもう100年、500年、1000年先まで戦争がないっていう前提で行くんであれば、まあ例えば自衛隊いらないじゃないかって言われても、まあそれはまあ1000年先までないんだったらなくてもいいかなっていう話になると思うんですよ。もちろんそんな風に思うのは私はちょっと危険だと思うんですけど、まあ人によってはそのぐらいのことをまあ本当に現実を無視して言ってるなと思う、まあそういう人もいるんですよね。というわけで、まあ仮定条件としてさあどこぞこの国が攻めてきたぞってなった時に、みんながみんな戦えるわけではないと。日本の場合だと自衛隊の人たちしかやっぱり訓練はしてこなかったので、基本的に戦える人たちはごくごく一部の人で、ほとんどの人はまあ戦いましょうって言われてもどうやって戦うのよっていうことになるので、ある程度戦火を逃れるためにどこどこの国へとまあ散るしかないと。でこの場合ですね、どこかの国特定っていうのはほぼ不可能で、やっぱり世界中に散るしかないんですよね。まあもちろんどっかの国に一つだけとかいうのはまあやろうと思えばやれるんですけど、明らかにその相手国の負担が重すぎて、むしろそっちの方が地獄になりますからね。なのでお金持ちの人であればそれを活かせるような国に行くし、お金のない人たちにしてみると本当に選ぶ、なんていうかな、そういう選択肢のない状態でどこかの国に行かなければならないっていう話になるんで、まあ格差社会のその極限みたいな状況になっちゃいますよね。例えばアメリカに行こうと思っても、日本の人がアメリカに行くにあたって、まあ、例えば中南米からアメリカを目指す人たちはどちらかというと貧しさからの解放っていうのを目指してアメリカに行くわけですけど、日本からアメリカに行こうってなって、しかもそれが戦争が理由だとすると、まあはっきり言って持っていける資産もそれほどないでしょうから、かなりまあ底辺からのスタートですから厳しいと思うんですよね。まあそれで言ったらどちらかというと治安は悪いっていうものすごいマイナス条件を受けつつも、まあフィリピンとかそういったちょっと厳しいぞって思いを受け入れながらっていう意味ではない。まあそんな条件をつけるのも変ですけれども、基本的に日本っていう国はものすごく世界各国から見れば標準的に言えば安全面、防犯面においては非常に良い国なので、他の国に行った途端にあ、日本って本当に良かったんだなっていうのを実感させられるっていう感じですよね。本当に苦しい日々が始まるっていうのは思いますよね。まあ私の場合だったらどちらかというとやっぱり欧米圏のどこかの国に逃げようって思うので、あんまりね、東南アジア系はなんていうかな、私の場合だと多分合わないかなっていう感じですよね。で、今の時代ですね、移民を受け入れてっていうのは必ず条件がつきます。例えば A という国に移民をしたいのであれば、例えばその国の銀行に現金を例えば1億円ぐらい預けて、まあ引き出さないそのぐらいの経済的な余裕がある人だったらどうぞ来てくださいねみたいな、まあそういった前提条件をつけたりすることもありますし、まあ、もしくは高度技術者、例えばですね、まあプログラマーとして非常に優秀な人で、あ、この人だったらぜひともうちの国みたいな
際立った才能があるであるとか、もしくは企業経営者のような明らかにこの国でビジネスを展開していけるだけの財力がある人みたいな感じで、そういった条件付きっていうパターンが多いんですよね。それ以外の場合だと、私は何もできません、お金も全くありません、でもあなたの国に行かせてくださいって言われても、ちょっと待ってよあなたっていう感じで、やはりそこはお断りされちゃいますよね。これはもうどこの国でも多分そうですよね。実際のところ日本が戦闘に入った場合においては、近隣国はおそらく危険は危険なのでね、例えば中国からっていう話になったらなかなか他の国に行こうと思っても、中国の息のかかってる周辺の国なんて、東南アジア多いですからね。やっぱり欧米の方をちょっと向くしかないかなと。で、オーストラリアなんかも基本的には、それほど言葉の意味においても防犯的な意味においても悪くはないんですけれども、気候条件としてはオーストラリアは年々悪くなっているっていうこともあるので、この先長く住む場所ではない可能性があるっていう、ちょっとそこは押さえておかないといけないかなというところですよね。シュマッハさんは、自分はグアムがいいなと思ってますよと。暖かくてのんびり暮らせそうかなっていう。それに対してキャットウェルカミングさん、グアムはもちろんいいですけど、あの国近すぎませんかということで、いわゆる戦争の火種の国と近すぎるだろうっていうところにはやっぱり気になるところですよね。基本的に南洋の国々において、ある程度治安がいい場所を選ぶことができれば、それはそれでありだろうという感じは思いますよね。そういった意味でも自分が難民になるかもしれないというのをちょっと想定している方は、ある程度の金融資産を持っておくっていう必要が出てくるかもしれないですね。日本は逆に言うとですね、最低の生活をある程度我慢すれば、そこまで、もう巨額のお金を持つ必要がなく、なんとなく生きていくことは一応はできることはできる国ですからね。野山トトさんスーパーチャットじゃないや、メンバー加入ありがとうございます。よいしょ。他の方も、野山トトさん、スーパーチャットの方もありがとうございます。銀翼さん、昔はオーストラリアなんかは簡単だったみたいだけどということですね。やっぱりですね、今の時代とちょっと昔の時代っていうのを比べた時において、なんだかんだ言って昔の方がもうどうぞどうぞうちの国にやってきてよっていう国はそこそこあったみたいですよね。例えばシンガポールも今ではやっぱりなんだかんだ言ってお金持ちにっていうのを限定してきてますけれども、前はそのような条件っていうのは少しずつ緩かった時代もあったっていう話ですからね。このあたりは年々少しずつハードルが上がりつつあるって感じですよね。もう旅行で来るんだったらいいけれど、働きに来るのもちょっとハードル高くなってるし、ましてや移り住むんであればそこそこの人じゃないとお断りしたいなっていうのが正直なところでしょうね、どこの国も。ミルクティーさん、EU 諸国では日本人は余生サイレントクレーマーと言われて大切に扱われて気遣われてるらしい。日本人はマナー、金払いもよく、周りに気遣い、部屋を大切に使ってくれるが、いざ何か嫌なことや不備があってもその場では文句も言わず顔にも出さないで平然としてるが、二度とその日本人は来ない。妖精のようだと言われているらしい。これは、なんていうかな。特に近年の話だと思いますけれど、高度経済成長の時は日本人って旅行に行くときはみんななんていうか団体旅行的に行って、わーすごいなーっていう感じで、まるで田舎の人が東京に初めて来て、ここが渋谷のスクランブル交差点かみたいな感じの、感じのテンションで行ってしまって、世界各国でちょっと恥をかいた時期っていうのがあるんですけど、その後旅慣れた人たちが行くようになってからは、非常に紳士的なお客様っていうことで、世界的にも高く評価されるようになって、
まあ例えばですね、貧しい時代の旅行者っていうのはどうしても粗相するもんですけれども、生活が安定した状態においてはものすごくいいお客さんになるんですよね。逆に言うとですね、例えば日本にやってくる某国の観光客の人たちがですね、もうとにかくその泊まってる部屋の備品を何でもかんでも持ち出してまあそのまま泥棒してしまうっていうようなことがあるんですけれども、これなんかはまさについ何年か、つい十何年前はもうものすごく貧しかったために、まだまだその貧しかった時のそのままの感覚で引きずったままで旅行に来て、こんなものもあるし、こんなものもあるし、こんなものもあるけれど、全然防犯対策できてねえじゃねえかっていうところから、持って帰れるもんはもう全部持って帰れみたいな感じで、もう根こそぎ持っていくみたいなね。もうまさにこれは高度成長の時の時代ですよね。心が全然追いついてないんですよね。まあだから逆に言うとですね、お金持ちの人であればまあ、なんというかそこそこ、まあ、警戒する必要はないっていうのはあるんだそうですね。まあ突き抜けて、まあお金持ちになった人たちの中には、もともとは貧しい人も当然いるんですけれども、最近だとですね、お金持ちの子供がお金持ちっていうのはもう、中国ではよくある光景になってきているので、そのあたりも状況としては改善されているそうですよね。まあ私の場合だと日本が一番いいとは思いますけどね。結局のところ海外に行って自分の生活を思い通りにできる人っていうのは経済的な余裕があるからこそだと思います。逆に言うと経済的な余裕がない状態で他の国にさ移り住もうってなって移り住んだとしてもですね、私は結局のところその国のなかなか悪い面っていうものプラスマイナスした時にマイナスの方がまあちょっと大きく出るだろうと思ってますね。どんなに治安のいいですよって言われても、まあものすごく治安のいい国として例えばモナコ公国に移るようになっても、その国で自分の生活水準維持していくためのお金全然ついていかないんですけどとかなるし、逆にものすごくお金少なくても暮らせるよって言って中南米の国に行ったら、仕事に行こうかなって言って車乗って、走ってたら橋の欄干からまあ、ギャングの抗争でちょっとやられちゃった人たちが吊るされとるなとかいうのを日常的に見るとかね、そんな恐ろしい国嫌だなとか、まあそんな感じなこともあったりして、やっぱりね、ある程度経済的な余裕がない限り日本以外の国でさそこそこの暮らししようぜっていうのは難しいもんですよね。まあ、というわけでですね。まあ、キャットウェルカミングさんが書かれていますけれども、私はとにかく必要がなければ日本で多分死ぬだろうなとは思ってますよ。必要がなければって言うと変ですけれども。まあ、特に科学技術がこの50年ぐらいでものすごい極端に発展するかって言われると、残念ながら漫画みたいというか映画みたいな、みんながみんな月旅行して火星旅行して、木星の衛星までちょっと旅していきますよなんていう時代はまあおそらくは2100年とかそのぐらいのレベルにならないとないと思うんですよね。そうするとみんなは基本的には地球の中で暮らすと思うので、じゃあ日本の中でいればいいじゃんって私は思ってる方です。で、日本はなんだかんだって言ってですね、経済的には確かに少しずつ劣勢には立っているけれども、なんだかんだ言って世界の上位であることには変わらないわけですよ。だからいかに知恵を尽くしてこの過去の遺産を生かした状態で私たちが生きていくかっていうところに、まあ政治の力が求められているんですよね。まあもちろん勢いがなくなっていることに対してものすごい批判的なことを言う人たちもいるんですけど、でもじゃあ世界の国と比べてごらんよっていう話をした途端に、ああ日本っていい国だなっていうことになってくるんですよね。ここのあたりは絶対的な評価と相対的な評価っていう話が出てきて、心の中で昔の日本が良かったっていう人は実は本当の意味で昔っていうのをまあ現実史見てないんですよね。例えば殺人事件なんか、いわゆる凶悪犯罪なんかについて
今の方がとんでもなくひどいことになってるんだっていう人は、実は間違っているんですよね。凶悪犯罪の発生件数っていうのは基本的には、右肩下がり、徐々に下がってきてます。そういったことをちょっと、まあ、事実として見ないで、単純に珍しく殺人事件が起こったから連日報道されるみたいなものを見て、あ、これはとんでもないことが起こっているんだ。もう日本はものすごい治安が悪くなった国なんだって思うのは実は間違ってるんですよね。まあそのあたりバランスよく考える必要がありますよね。さて、それではちょっと次行きましょうかね。そうそう、このポチッとなって毎回言うんですけれども、誰だったかが動画のコメントでポチッとなっていうのは、タツノコプロに影響されてるんですかっていうのを書き込まれてて、まあ、なんていうか、口癖って言うと変かな。何かをするときの一つの自分の中で表紙を入れるんですよね。で、それがまあ、たまたまポチッとなっていう言葉で。まあ、皆さんもそんな感じの言葉遣いっていうのはあるかと思いますね。四天堂さん、勢いなくなっても日本はパラダイス。そうなんですよ。もう圧倒的に他の国に比べたら日本はパラダイスだと思いますよ。一時期ですね、親ガチャっていう言葉が、まあ、インターネット上で話題になったことがあるんですけれども、国ガチャっていうのもあってですね、どこの国に生まれるかによってその人の人生かなり左右されるよっていうのは、これは見逃してはいけない話だと思いますね。例えば日本国内であれば、まあまあ確かに親によっては状況が悪くなることは当然あるわけなんですけれども、でも国ガチャによっては親がどうこう以前の問題として圧倒的な貧困の中で生まれる可能性、もう親がいい人か悪い人かなんて全然関係ないよぐらいな感じで、まあまともに生きていくことが難しい国っていうのもたくさんあるんですよね。まあ日本人っていうのはどうしてもそうしたひどい状況にある国に生まれるっていうことを全く想像できないので、まあ、ついついそういうのを除外してしまうんですけれども、日本はそうした意味において言うと、他の国もしくは世界的に見るとっていう観点を持つと、まあすごくいい国だよっていう、いわゆる総合評価ができるんですね。その考えっていうのは非常に重要じゃないかなと思いますね。うん。みつきのさん、タイムボカンシリーズ。ソウンキョさん、タイムボカンのぼやっき、そうですね。まあ、さすがにお仕置きだべっていうのは、まあ、なかなか使う場面ないですけどね。ともさん、年間で警官が発砲した数を調べることが可能な国がどこにあるってね。まあ、まさにそうですよね。まあ、しょっちゅう、まあ、警官が発砲している国だと、もういちいち数えることなんてほぼ不可能でしょうね。日本国内であれば、警官が何かの取り回りをするときに、まず警告射撃一発して、その後、実際に犯人に向けて撃つか撃たないかっていうのがニュースになるぐらいですからね。アメリカなんかだと警官が撃った時の事後検証として、この発砲には正当性があるのかどうかっていうのを確かめるために、多くの警官がボディカメラをつけてるんですよね。それは一体なんでかっていうと、それだけ日常的に発砲する事件っていうのが発生しているからと。まあ、ボディカメラをつけることによって、人によっては、これは取られているんだから自分の行動っていうのも正していかないとなっていう、いわゆる自制が働くっていう。逆に言うとそのボディカメラをつけていない時っていうのは常に警官の証言っていうのが非常に強い状態なので、いや、そこで撃たんでもよかっただろうって、まあ思えるような場面でも、まあ他に見ている人がいないし、警官の証言だけでなんとかなるし、みたいな感じで、ちょっと悪いことをしている警官のそうした行動っていうのが発見できなかったなーっていうことも言われていますからね。まあこのあたり日本と海外の国の状況っていうのを比べると、そういうのも結構大事ですよね。ソンチューザーさん、そもそも普段は傾向してないし。まあそうですよね。うん。まあ、基本的にもう、
そんな撃つもんじゃないですからね。もうなんだったら日本だと、凶悪犯罪が発生まさにっていう状況でも、犯人を決して撃ってはならないみたいなところからスタートしますからね。他の国の場合だと、すごく危険だな。よし、これは犯人を制圧するためにも、射殺もちゃんと頭の中に入れとくんかないとみたいな感じで選択肢が全く異なりますからね。バトーさん、ドライブレコーダーをつけてから安全運転を心がけることが多くなりましたって感じですか？そうですね。ドライブレコーダーも全くそれで、例えば交通事故の時にさあ1台追突しましたよっていうことがあったとしても、いやいや追突したんだけれど前の車が急に止まったから追突しちゃったんだよなんていうのを後ろの人が言ったとすると、ドライブレコーダーがなかった時っていうのはその話っていうのそれ本当かなどうかなっていうのちょっとわからないんですよね。まあ客観的な事実として。でもドライブレコーダーさえあれば信号で止まっていた車に追突したのか、それとも前の車が突然急ブレーキをかけることによって後ろの車が避けきれずに追突したのかとか、まあそういったのがわかるようになるんですね。まあ今の話はちょっと合うかどうかはわからないですけど、やっぱり警官がボディカメラをつけることによってそうした嘘の証言っていうのを発生しにくくなったっていうのもまあ一つ良いことであって、まあそのような感じで、おっと W シナルさんスーパーチャットありがとうございます。ポチッと高評価ありがとうございます。日の国さん、犯人も射殺せんのかいと思ってるでしょうね。日本国内の凶悪事件の中でわざと撃たれようと思ったってまあ証言してる事件なんかもあるんですよね。でもいざ警官がやってきたらさすまた持ってきてなんかみんなに押さえつけられてなんでこんなことになったんだみたいなそんなことを言ってる犯人とかもいますからね。日本の警察官は基本的には撃たない方向でっていうところですよね。ポチッと。さて次行きましょうかね。総運共産の書き込み行きましょうか。ちょっと長いかな。あら途中が切れてるな。なぜだ。もしかして待ってくださいよ。ちょっと書き込みが切れてるのは。やっぱりだ。ちょっと文字を大きくしちゃうと、最後の方が途切れることがあるんで、ちょっと今は文字を小さくしました。それでは総運共産の書き込みを少し読み上げソフトでご紹介しましょう。日英同盟を戦艦三笠の上で、ウクライナでの戦争を見ていて、同盟国、特に核保有国の必要性をますます痛感し、できれば海軍国の英国が第4次日英同盟と同盟を組めたら良いと思いました。その時はできれば戦艦三笠の戦場で日本がロシアに勝利したことを世界にアピールでき、英国の海軍力や造船力等と当時の栄光もアピールできて、ロシア側が騒ぎ立てるのを見る楽しみもあります。というわけで、総運共産の日英同盟についてでございました。で、この中で、第4次ってついているっていうのは何かっていうと、日英同盟っていうのは更新しながら1回、2回、3回と来たんだけど、その後途切れてしまったよっていうところから、続きをしましょうという考え方ですよね。だからこそ第4次ってつけてるわけなんですけど、さすがに昔の時代と今の時代っていうのはいろいろなものが変わりすぎたっていうこともあるので、あんまり第4次ってつける必要ないかとは思いますよ。日英同盟を改めて結びましょうっていう形で、基本的には今の日米同盟と同じなんですけれども、特に期限を設ける必要のない、いわゆる期限なしの日英同盟っていう風な考え方でいいと思います。第何次ってつけるっていうことは、例えばですね、10年おきに見直しをしましょう。その都度、話し合ってやめる場合もありますよ。なんていうことにしてしまうと、第5次、第6次があるのかないのかみたいな話で、いちいちその更新の時には盛り上がってしまうので、それだったらやっぱり、そうした期限付きのものではない、もうずっと
同盟関係を結んでいきましょうねっていうのを前提とした日英同盟を結ぶっていうのが大事かなと思いますね。で、期限のない同盟っていうのはもちろんいつかは破綻する可能性はあるんですけれども、でも少なくとも10年、20年単位では破綻しないだろうっていう前提で関係を持つことが大事でしょうね。まあなんだかんだ言って日米同盟もそこそこ長くなってきましたし、定着するっていうのはまあ大事なんじゃないかなと思いますね。で、日英同盟を組むにあたって戦艦ミカサの上でやりましょうっていうのは私は一つのアイデアとしては面白いと思います。まあどこでやってもいいんですけど、やはりこういうのは儀式的に言うと面白ければ面白いほどいいっていうところですよね。シューマハさん、イギリスとの同盟賛成です。質問ですが、戦艦ミカサ、戦艦ってまだあるんですかっていうことですけど、それに対しては横須賀の港の下の方が、コンクリートで固められている状態で展示されていますよということなので、今でも見に行けるということでございます。よいしょ。まあなかなか対戦を生き残った戦艦っていうのも、まあいないですからね、残念ながら。まあそういう意味では残っているものを今でも保存しているというものでございます。ポチッとな。佐藤博美さん、原発を攻撃するとは思いませんでした。中国でさえ、ウクライナの核施設の安全保護の情勢を深刻に懸念していると表明しています。わかる人に質問。もし国のトップが地方症になったり、精神に異常をきたした場合、誰が判断し、誰が責任を負ってどういう処置を行えるのですか。トモさんがこれに一つ、返していて、イスラエルがイラクの原子力施設を爆撃したことがありましたねということで、こちらは、ヒロミさんの書かれている一番最初の部分で、まあ原発を砲撃するっていうのが、まあそれほど珍しい話ですよっていうところなんですけれど、まあ前例として言えば、イスラエルがイラクの原子力施設を空爆したことがありますよっていう話ですよね。これは中東の話なんですけれども、イスラエルからイラクの間には途中の国があるので、その途中の国を突っ切った上でイラクのところまで空爆しに行くっていうところが、まあイスラエルらしい、やってるなっていう話ですよね。で、今回ウクライナにおける原発攻撃なんですけれども、今のところですね、原子炉のあるその本体の建物ではなくて、そのお隣の建物に対して攻撃を加えたっていう形で、今のところは火災が発生場所としてはそこだったということなので、原子炉本体には別に怪我じゃねえや、損傷は及んでいないということだそうです。ただし、その地域そのものは現在のところ、ロシア軍が抑えているということなので、今後ですね、ウクライナ側への送電については制限される可能性がある。まあ、つまり、電力っていうのは国にとって、まあ、国民生活にとってまさにものすごい重要なインフラなんですね。そのインフラを抑えることによって、ウクライナの人たちの、いわゆる抵抗するその気持ちや実際のところ生活を破綻させてしまおうっていうのが、まあ、ロシア側の狙いだろうと言われています。まあ、実際問題、電力がなくなればですね、例えばスマートフォンが充電できないとか、まあそういう細かな話にはなるんですけれども、今、ウクライナの人たちがロシアの何をやってるのかなっていうのを撮影することによってそれを世界へと発信してくれてるんですよね。これによって、ロシアの人たちが例えば厭戦気分というか士気が低いなっていうのがわかるのは、やっぱりなんだかんだ言ってスマートフォンとかで実際に捕まった人たちの声を聞く。その時に撮影道具っていうのがスマートフォンが使われることが多いわけですよね。まああと、市民の人たちが戦車の前に立ちはだかってなんていうのは別にカメラクルーがいるわけじゃなくてスマートフォンかざしてる手が映っちゃってるよみたいな感じで、まあ素人的なところなんですけれど、みんなが撮れるものとしてスマートフォンを使ってると。でも今後は電気がなくなってしまえば、まあそういったスマートフォン、そしてインターネットを利用することもできなくなるので、現地何が起こってるのか誰もわからないっていう状況が起こるんですね。で、現地誰も起こってるのかわからないっていう状況になると、何をしたとしても、誰がやったのか、そして何が起こってるのか、誰もわからないっていう状況になっちゃうと。で、そういう風になってしまうと、ロシア側としてはやりたい放題になっちゃうんですよね。
特に今、プーチン大統領はですね、ロシア国内においては情報統制というのは非常に、テレビに対して行っています。テレビの中では何を言ってるかっていうと、今、ウクライナに対して侵略なんて一切してませんよと。ロシア軍がやってるのは、東部のルガンスク州のような、ロシアが国家承認したその地域において、ウクライナ軍がなんかひどいことをしてるからこれを撃退するために平和維持部隊を送ってるだけですよ、という話をしています。そのためにですね、この理論っていうのを破綻させないために、ウクライナ領内で例えば学校が爆撃されました。幼稚園が、クラスター爆弾の攻撃を受けて子供が亡くなりました。なんていう話が出てくると、それは全てウクライナ側が自作自演、マッチポンプ、そんなもので、責任をロシア側になすりつける、全部フェイクニュースだっていうような話をしてるんですよね。で、基本的にはそんなわけねえだろうっていうツッコミが出てくるのは、やっぱりですね、現地の人が撮ってて、いや、こんなひどい状態になっていて、ここには何も軍事的なものはないのに襲いやがってっていうような話が出てくるから、その反証ができるわけですよね。でも今後はそうしたことができないようになってしまうと、ロシア側の言い分に対して、証拠を突きつけることが難しくなっちゃうという話でございます。よいしょ。おもちパンダさん、ロシアの YouTuber さんが言ってましたね。SNS を見ない高齢者は状況を全く分かっていない。そうみたいですね。基本的には、年齢層でちょっと区切るっていうことに対しては批判的に、批判されることもあるんですけども、やっぱりなんだかんだ言ってですね、人生の大半をテレビを見て過ごしてきた人たちは今でもやっぱりテレビを見るわけです。その人たちは自然と高齢者の人が多くなるので、で、プーチン大統領としては、インターネットの統制についてはゆっくり、ちょっと遅れ気味ではあったんですけれども、まず真っ先にやったのがテレビなんですよね。なんだかんだ言って大人の人たちのそのボリュームが多いところをまずテレビでそこを抑えて、一切戦争なんか起こっていませんよ。すべて何か悲劇が起こっているんであればウクライナ軍がやった悪いことなんですよっていうのを言ってるんですよね。だから高齢者の人たちの間ではほんとね、ウクライナのひどい人たちがいるもんだね、そいつらをやっつけるんだったらすごくプーチン大統領いい人ねっていうような、そうした支持する人たちがいると。一方で若い人たちは、欧米のニュースなんかを見て、いや、なんかロシア国内でテレビでガンガン流してることとなんか全然違う話になってるんですけど、ウクライナの首都なんかすっげえ爆撃されてるんですけど、みたいな話を見て、あれおかしいぞおかしいぞっていうところから反戦運動が若い人を中心にして起こってるんですよね。だから世代間ギャップみたいなのが結構大きいなっていう状況なんだそうです。ゆうさん、メンバーへの加入ありがとうございます。うん。総運共産。ロシアは平均寿命が短くて、老人になるまでに死にそう。平均寿命は短い国ですよね。この悪影響をしてるっていうのが、やっぱりウォッカの飲みすぎだっていうのが、昔から言われてますよね。飲酒しすぎっていうのもありますけど、ウォッカっていうのがそれこそ強いお酒ですからね。三月正さん、アノニマスって何者なのっていうことですけれども、アノニマスっていうのは基本的には正体不明のハッカー集団って呼ばれていて、構成している人たちが何者なのかは基本的には明かされてはいないんですよね。なので中身について言うと結構メンバーは入れ替わってるとは思うんですけど、その時代その時代のちょっとやんちゃなハッカーの人たちが、集まってきてるっていう感じの人たちなので、実際のところどんな人がやってるかっていうのはおそらく最後までわからないでしょう。ただしその技術を活かしていろんな企業にちょっかいをかけたり、もしくは政府機関のサーバーを荒らし回ったりとか、そういったことをしている人たちなんですよね。で、今回ですね、このアノニマスハッカー集団なんですけれども、ウクライナに対する侵略っていうのをロシアがしたことによって、
おっと、これはロシア調子に乗ってんなっていう感じで、ロシアに対する宣戦布告を行っておりまして、ロシア国内における政府機関のサーバーに対して攻撃したり、もしくはテレビ放送局に対して、このサイバー攻撃をした上で、その映像をどんなものを流すかっていうところまで浸透して、放送にそうした本来であればロシア国内では放送されていないようなウクライナの爆撃された建物であるとか、もしくは捕まった人の証言している場面なんかを、少しでもテレビに流すなんていうことをやったことがあるそうですね。完全なジャックはできなかったみたいですけれども、そんなこともできると。なかなかのつわもんたちですよね。ソンチューザンさん、ゴルビーまだ生きてないということですけど、確かゴルバチョフ元書記長はですね、今90何歳で、まだ生きてるそうでございまして、なんだかな、財団だったかな、ゴルバチョフなんとか、財団だったか、そんな感じのものの、まだまだお元気だそうでございますね。元気と言えるかどうかわからないですけど、病院にちょっと通ってるみたいな話をしてたっていうのをちょっとインタビューで見ましたけれども、少なくともですね、ゴルバチョフ元書記長っていうのは、それこそ今回プーチン大統領がいろいろ言ってる、戦争の口実の中にですね、NATO の東方の拡大っていうのは、西側の方がもうこれ以上広がらないよっていう約束をしたのに、その約束を破ったんだっていうようなことを言ってるわけなんですけれども、この件に関してはゴルバチョフ元書記長はですね、いや昔そんな話してないよっていう話をしててですね、で当時の権力者側だったんですよ、ゴルバチョフさんは。で逆に言うと当時は KGB のスパイであったプーチンさんとどっちの方が証言として強いかっていうと、明らかにその当時の権力者だった、ゴルバチョフさんの方がその時代そんな話してないよって言われたら、多分そうなんだろうなって思うんですけどね。そのあたりについて言っても、やっぱりそういうことを、真顔で嘘ついてるぞプーチン大統領っていうのは思いますね。ただ日本国内だとこの真顔で嘘をつくっていうのに慣れてないっていう人は結構多くてですね、例えば韓国側がこんなことを、日本がこんなひどいことをしたんだって言われた時にですね、おそらくこの私のチャンネルの動画を見てる人たちにしてみたら、韓国がそういった話をしても、またなんかそういう話を捏造してるわって、普通思うわけですよ。標準的な考え方として。ただし世の中で全体で見ると、韓国のそうした主張を見て、日本はそんなひどいことをしてたんだ、知らなかったわ、そんなことを教えてくれてありがとうみたいな感じで、すっかり騙されちゃう人たちでも、残念ながらいるんですよね。で、今回難しいのは、ロシアのそうしたプロパガンダに対してはものすごくみんな耐性がないんですよね。今は韓国の話をしましたけども、例えば中国に対する耐性というのをかなりの層が獲得しています。例えば新疆ウイグルで多くの人たちが強制収容所に入れられて教育という名の拷問を受けてたりっていうような話っていうのを私たちは知っているわけです。で中国政府はそれに対してそれらは全て一切存在しない西側が流したフェイクニュースだ、新疆ウイグルではみんながみんな幸せなんだよなんていう話をしているわけです。でこれを聞いてですね、私たちはまた中国政府がそんなことを言ってるよっていうすぐわかるわけなんですけど、やっぱりこれについて言っても一部の人は中国政府がそう言うんだったら新疆ウイグルの人たちはみんな幸せなんだねって思っちゃうわけですよ。でも割合から言うとこの中国のこうした真顔で嘘をつくっていうのは日本人で言えば標準的に言えばおそらくは信じない人の方が多いと思います。ところがウクライナの問題に関して言うと、プーチン大統領がいろいろ言っていることに対して、プーチン大統領が言ってるんだったら、そうかもねって思う人が日本人の中で結構いる状況なんですよね。先ほども言ったような話として、例えば NATO の東方不拡大を約束したんだって、プーチン大統領は言ってるわけですけど、それに関してはゴルバチョフ元書記長がその当時そんな話してねえよって言ってる話でも瞬間的に終わってますし、また、ウクライナ東部でものすごくウクライナの人たちがロシア系住民を虐殺しているんだっていう話について言っても、ウクライナ東部で基本的には停戦監視団っていう
西側諸国プラスアルファロシアも参加した形での停戦監視が行われていたと。で、その現地においては、国際赤十字社も、現地に入って、問題がないかなっていうのを、活動していたっていうこともあるので、虐殺事件なんかが起こったら、ロシア側の方からも、もうそもそも停戦監視のその範囲内の出来事ですが、すぐはわかると。逆に言うと、そうした活動が行われているのに、そうしたことが報告されていないっていうことは、ほぼほぼ嘘だろうなっていうことですね。で、一方において停戦監視団が見ていたのは何かっていうと、ドネツク州の自治共和国と名乗るような人たちの方から砲撃があって、その現地に住んでいる人たちは戦闘員でも何でもないのに住居がぶっ飛ばされて亡くなっている人が出るよとか、そういったところを報告してたりします。だからこのあたりについて言っても、プーチン大統領すげえ真顔で嘘を言ってるなっていう話なんですけれども、ところがですね、YouTube ではそういった話っていうのはなかなか伝わらなくてですね、プーチン大統領がそう言ってるよっていうのを見ると、おお、そうなのか、そんなこと知らなかったよ。知らないことを教えてくれてありがとう、プーチン大統領っていうような感じでですね、全ては欧米の作ったフェイクニュースだっていうそのプーチン大統領の言葉をそのまま真に受けてしまう人っていうのが、結構いる状態なんですよね。これまたなかなか恐ろしいところでございます。だからこのプロパガンダに結構慣れるには少し時間が必要かなと思うんですよね。よいしょ。さて次行きましょうかね。109とっくりさんの書き込みをご紹介しましょう。ちょっと長いのでこちらは読み上げソフトを使わせていただきます。上川さん、皆さんこんばんは。衆議院小選挙区の10増10減案についてお聞きしたいです。地方の声が届かなくなるという理由で自民党から反対意見が出ているようですが、要は自分の議席がなくなるのが困るということなんでしょう。代替議員の数が多すぎるんではないでしょうか。衆院の定数を今の半分にして参院と同じくらいにしてもいいと思います。日本のために必死になって働いている議員が果たして何人いるのでしょうか。というわけで、まず国内の政治の話にちょっと転換しますけれども、衆議院小選挙区の10増10減案というものはどこに、議席が減るかというと基本的には地方です。これはですね、日本全体で見ると人口っていうのは減ってるわけなんですけれども、中においても減りが激しいのはやっぱり地方の方なんですよね。一方で例えば東京やもしくは関東圏っていう全体で見てみると基本的には地方からやってくる人が多いもんですから、どうしても人口の減少ペースは遅いと。人口減少が激しい地方の方がより一票の重みのその差が出てくるので、それだったら地方の方の議員についてはある程度広い地域でお一人様、そして都会の方はたくさんの人がいるんだからちょっと小さめの地域でお一人様っていうこの差が出てくるんですよね。で、地方の声が届かなくなるっていうのはそうした意味において、より地方の方が広い面積で一人、都会の方が狭い範囲で一人っていうことになるので、この10増10減案っていうのが進んでくるほど地方出身の国会議員が減っちゃうじゃないかっていう意見でございます。で、109とっくりさんが書いてますけど、大体議員の数が多すぎるんじゃないっていうのはまさにその通りで、今の衆議院も参議院もそうなんですけれども、この、みんなが知っている国会議員がやたらと少ないっていうのは、結局のところ、党の政治っていうのを行う上において、賛成票を投じるだけみたいな形になっている、本当にあなた国会議員である必要があるんですかっていう、そうした人数っていうのも結構あるんですよね。そうした意味で言うと、ある程度国会議員の数を削った上で、より多くの政策秘書を抱えることが、いわゆる、できるように公設秘書何人っていうのを倍増する。その代わりに国会議員については半減するみたいな形で、一人一人の国会議員がより活動しやすくなるような、そうした、制度の改定を進めていく方がいいと思いますね。で、その上で
まあ、地方議員の方がどうしても少なくなるっていうのは、はっきり言ってそれは仕方ないことだと私は思っていて、ゼロにするのはもちろんできないんですけれども、最低限1人っていうのを維持するっていうところですよ。例えば県に1人っていうのを最低を持たないとやっぱりいけないと思います。人口が一番少ない鳥取県なんかだと、まあ人口今50万人だったかな。だから都会の1都市レベルぐらいの、まあ、人数しかいないっていう状況になってて、まあ、今後それがどんどん減ってくれば、まあ、さらにひどくなるんで、県に 0.5 人みたいな感じになると思うんですよ。でもさすがにそこまで言うと、もう都道府県統廃合の方をちょっと先行させないとおかしなことになるかなと思うんですけれども。だから地方の方だと、人がいるよっていうことができるような何か税制を優位にしてあげるとか、まあそういったものをしない限りは、今みたいな都会の方が人口が多くて、そして田舎の方はどんどん人口が減っていって、崩壊していきますよみたいなことになっちゃうので、何かしら地方に住むメリットみたいなものを用意しないとちょっと難しいかなと思いますね。山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。温かいものを食べてくださいということですね。ありがとうございます。まあ、お腹を気遣ってねっていうことかなっていうところですよね。ありがとうございます。で、四天堂さん、国会議員は国のことを考えるべきで、地域への利益を考えるべきではないと考えます。私も全くその通りっていう感じですよね。国会議員一体何のためにいるのって言ったら、その地域のためではないと思うんですよね。まあ、ただし、完全に、まあ、無限にする必要はないとは思うので、そこはちょっとバランスとして難しいところですよね。私なんかはもう、例えば、どこどこの議員を目指すっていうような話をしたときに、地方議員のことはまあ一切言わなかったんですけれども。で、なんで、市長であるとか、市長じゃねまあ、町議会であるとか、市議会であるとか、県議会、府議会、区議会みたいな感じで、それぞれ地方行政に、まあ、議員さんたちたくさんいるわけですけども、それらの人たちはやっぱりその地域のことを考える。まあ、それ必要あると思うんですけども。でも、国会議員は逆に言うと、そうした地方行政についてはあんまり考えずに、国全体のことを考えるために、その地域代表になってくれればいいんだよっていう。そういった考え方をちょっと、大事にしてほしいところですよね。まあそうしないとですね、私国会議員になることによって、この地域になんかでっかい橋を持ってきたぞとか、大きな音楽ホールを建てたぞとか、そういった話はちょっと多くなりすぎますからね。こたつねこさんがこの書き込みに、追加していて、議員定数削減も良いが比例当選はなくすべきだと思う。菅直人のような暴走老人を復活当選させることはなくすべきだと思うっていうことなんですけど。おそらくこのこたつねこさんが言ってるのは、小選挙区と比例区の重複立候補によって、小選挙区で落ちたんだけど、比例区では復活しますみたいな、このパターンですよね。なので、ここをちょっと分断して、比例だけに出るか、もしくはもう小選挙区だけに出るかにしてくれよというのはちょっと分けて考えた方がいいと思いますね。やっぱり小選挙区で出たんだったらそっちで当選目指してくださいと。そっちで落ちたんだったらもう比例でも自動的に、もう落選するっていうものにしないと、やっぱりね、なんかおかしいぞってことになっちゃいますからね。まあ、特に党の票を得て小選挙区で落ちたんだけど、なんとなく全体のその党の勢いをあって受かりましたっていう人はちょっと信用できないというか変な感じですよね。まあ菅直人さんについて言っても、まあ、確かにまあ立憲の中においては一応席用意してあげないとなっていうふうに思ってるかもしれないですけど、それ党の中の話で国のためになる人材ではないんですよね。なんていうか党の中で、まあ過去なんとか頑張ってきたからこの人まあ一応まあ比例名簿の上の方にみたいなそんなのをされてもそれ国のためには全然なってないよねっていうところなので、
これは別に立憲民主だけじゃなくて自民党も全く同じで、まあ別に立憲民主とかも日本の政党全部なんですけれども、その政党の中で頑張ってたからみたいな感じで比例上院するの勘弁してというところですよね。で、比例の本来の目的っていうのは、国民の知名度は全然高くないんだけど、この人とっても見識が、まあ、あって、まあ、国会議員になってほしいなって、まあ、党が思う。まあ、そんな感じの人をやっぱり挙げてほしいですよね。本来の意味としては。よいしょ。下流再々さん。少なくとも参議院の芸能人擁立やめてほしい。まあ、ありますよね。票を集めようと思ったら知名度の高い人イコール芸能人っていうパターン。これで、いや、絶対この人単純に政治のことを全然これまで考えてこなかったでしょうって人が、明らかに他の人のためっていうのもあって、その党の客寄せパンダ的な感じで、まあ、擁立するっていうのはね、良くないですよね。まあ、これは本当に、まあ、党の方もそうだし、入れる方もちょっと考えてねって思うところですよね。まあ、スポーツ選手が例えばスポーツ行政のことについて私はこんなことをっていうような、まあ、専門的な話をしてくれればまだいいんですけれども、芸能人でって言われた瞬間に、この人はってなっちゃうんですよね。まあ、それも、なんていうかな。入れる方も出る方も両方の問題なんですけど、どうにかならんのかなっていうところですよね。うん。横山のまあ、なんというか。まあ私の、まあ、知ってる限りではないので、ちょっと世代的に上すぎて、ただそのあたりからですよね。とにかく知名度さえ良ければ受かっちゃう問題っていうやつですね。よいしょ。総雲教さんの書き込み。これは何て読むんだろう。白か白かはちょっとわからんですけど、おそらくは後ろの方は土人のことなのかなっていう、インド人じゃないですよみたいな感じで、ロシア人への差別用語にホニャホニャという言葉があります。これは見かけはヨーロッパ人だが、南方のホニャホニャ族と大して変わりがないという意味合いがあるとのことで、かつてのホニャホニャ族は郵便局で働いていたり文化的になっていますが、ロシア人は未だに低たらくですので、相当侮辱の意味があるのでしょう。主天堂さん、ロスケという呼び名もあるようです。ということですよね。まあ確かにね。こっち。まあこのあたりの言葉っていうのは本当に、スラングって言えばいいのかな。まあインターネット上でこれを言えばまあそういった意味を含みますよっていう、まあ侮辱的な言葉っていうのはまあたくさんあるわけなんですけど、まあでもね、今のこのロシアのやっていることっていうのは本当に、まあ多くの人たちにとってそうした気持ちを、なんていうか湧き立たせるような状況になってますよね。特に国内向けの話として、もう一切侵略なんかを行っていませんよ。全部ウクライナの人たちが自作自演でやっていることを欧米のニュースサイトが勝手に作って、もうロシアに責任をなすりつけてるだけですみたいなのを、もう毎日のように流しているのを見ると、これはとんでもねえなっていう、とてもじゃないけど、一つも擁護する点ないぞって思っちゃうんですよね。まあでもね、こうした気持ちになるのはいろいろな状況があって、まあイスラム武装主義の人たちなんかも、まあ現在ではちょっと中東地域においては沈静化はしていますけれども、アフリカ大陸ではまだまだ健在で恐ろしいことを今でもやって、それらをまあスマートフォンで撮って自分たちの功績だみたいな感じで流しているんですけど、やってることって言ったら本当に野蛮の限りで、まあちょっと筆舌に尽くしがたいことをやってたりするんですよね。まあ捉えた人をまあ敵対勢力じゃなくて本当に村人なんかを捕まえてきて、まあガソリンぶちまけてとかそういったことをやって、それを全部最後まで取って、でもうボロボロになったところをさらに痛めつけたりとか、まあそういったことをなんかもう普通に映像として出てきたりしますからね。
今の話で言うと、その残虐性なんかについてはなぜかですね、俺たちの方がもっとひどいことできるぞ競争みたいなのをやっている人たちっていうのがいて、ロシアもおそらくはこの後そういうのがちょっと出てくる可能性があるんですよね。今、士気の低いっていうのが言われますけれども、全員が全員じゃないっていうところはちょっと抑えておかないといけないところで、ロシア軍っていうのは、国家間戦争っていうのはここ最近はやってないんですけれども、そういうレベルじゃない、いわゆる一般民衆の押さえつけますよっていう、そういうレベルでおいては、ロシア国外でちょっと暴れ回ってる人たちいますからね。まあシリアなんかでもそうなんですけれども、もう容赦なくもう民間人皆殺しにしてやるぞみたいな感じで、爆弾振りまいてたりとか普通にやってますからね。そういう人たちがこのウクライナ戦線にやってきたら、もう一切容赦しないだろうっていうのはちょっと思うので。なので、新兵の人たちは訓練だと聞かされてやってきて、平和維持軍だと思ったら全然そんなんじゃねえっていうところで、まあギャップに苦しんでいるっていうのはあるんですけども、そういったもっとひどいことをやり慣れた人たちがどんどんこの後戦線に入ってくるって思うと、ちょっとウクライナの状況、ここからは変わってくるかなっていうところはちょっと思いますよね。新藤真希さん、おやすみなさい。いいですよ。ぐっすりおやすみなさいですよ。もうなんだかんだ言って10時超えてますからね。眠たくなった時が眠る時でございます。日野国さん、大義もないのになんだよというね。まあ恐ろしい話として、まあ今出てきてるのが、ロシア軍のその前線の人たちっていうのが通信っていう暗号ではなくても平文で普通にまあ連絡を取り合ってると。なのでアマチュアの人たちでもそのロシア軍の兵隊同士がどんな通信してるかなっていうのは傍受できるんだそうです。で、その中に出てきたまあ一つ注目されているのが、まあ、とにかく街をもうとにかく撃ちまくれっていう上官からの命令が来て、いやそんなことちょっとできませんよって現場の兵士が断っているっていう、そんな通信なんかが漏れ出てたりするんですよね。だから上の方ではさっきも言ったようにシリアでは普通に今まではもうとにかく民間人であると関係なく撃ちまくれっていうのをやってた人たちがまあ現場にやってきて、でもさあ実際に命令を受けた側はそんなシリアとかじゃなくて普通に訓練を受けてきた若い人たちだから、ここ今撃ったらもう普通に市民の人皆殺しになっちゃうんですけどみたいな感じで、もう完全に上下で分離してるよっていうのが出てきたりするんですよね。まあこのあたりはまあロシアとしてはもう全ての被害が出ているのはウクライナ軍のマッチポンプだっていう、そうした一つなんていうかな、型を作っている関係で何をしてもいいっていうのがちょっと上の方にあるんですよね。だから現場との乖離っていうのはめちゃくちゃ大きいっていう話になっております。それでは次行きましょう。戦争報道ではいつも原油まみれの鳥の嘘を思い出しますが、今回はどんな嘘が出てきそうでしょうかっていうことなんですけれども、まあ基本的には嘘って言われるものはもう最初からずっと私は見ているので、ないというわけではないですよ。例えばですね、割合だと考えてください。どっちの方がプロパガンダが多いでしょうかっていう話で、例えばですね、ウクライナ側が嘘の情報を流してないかって言われれば全くそういったことではありません。ウクライナ側の方もヨーロッパもしくは世界の人たちの関心を集めなければならないっていうのがありますから、やっぱりどうしても話を盛りがちにはなりがちです。だからといってじゃあ全体を見たときにどこが戦場になっていて誰が被害に遭っているのかっていうその全体像としてはやっぱりウクライナの人たちが被害を遭っているわけですね。例えばビルがボコボコになってるよ、もう爆撃受けてますよ、砲撃受けてますよ、ミサイルが飛んできますよ、クラスター爆弾が飛んできてますよみたいな映像が出てきたら、それは全部基本的にはウクライナの中のことなわけですね。決してロシア国内で起こっている出来事ではないわけです。一方で、
ロシアはそれに対して何を言ってるかっていうと、まあ今回の生放送でちょっと最初の方がずっと連呼してるんですけれども、それら被害は全てがフェイクニュースって言ってるんですね。フェイクニュースって言ってるのがフェイクニュースっていうところなので、日本人はそこにちょっと騙されているっていうところなんですよね。だから割合的に言うと、私の見る感じではまあ、ロシア側の嘘はまあ9割9分ぐらいのレベルで、ウクライナ側はまあ2分か3分ぐらいかなみたいな感じでは見てますね。だからさっきも言ったように、ウクライナ側も当然のように話は持ってる部分はあるんですけれども、だからといって、ほとんどのことについては、おおよそウクライナ側の報告の方が正しいものが多いというところですね。まあ、特に建物が吹っ飛んでる場面なんかは、わざわざフェイクニュース作ろうとしても、基本的には、まあ、やってる側は明らかにロシア側なわけですけどね、攻撃してる側ですから。で、トモさんがこの後、まあ、イラクの件で、まあ、ものすごい被害を受けたよっていうような証言をしていたのは、実は全然そんなことはない、関係のない人が連れてこられていたというところですよね。で、これは、その後の証言の衝撃っていうのがあって、いわゆる戦争に糧に立てる気分っていうのを大きく、その国民に広げる効果があったっていうところで有名なものでございますと。よいしょ。ともさんの書き込み。私の実家はっていうことで、ちょっと話は長いんですから、ご飯の話でございます。まあ、いわゆる話の、箸休め的なところでございますね。私の実家はガス炊飯器を使っています。実家で食事をすると必ず思うことが、ご飯美味しいってことなんです。自宅では結構頑張った炊飯器を購入して使っていて、それなりに美味しいのですが、20年以上前の1万円もしなかった保温機能もない炊飯器の方が美味しいのです。どうも調べた限りでは、ご飯のうまさ、常温からいかに一気に沸騰までを短時間で通り過ぎるかにかかっているらしく、そのためにはそもそも100ボルトというのはエネルギーが足りないのだそうです。だから各メーカー、延べ数百人の技術者が工夫の限りを尽くして美味しいご飯を炊き上げるための研究を日々続けているのですが、これは入り口からすでに間いっているからこんなに研究しなきゃいけないのであって、熱源をガスにすれば何の工夫もしていない炊飯器で高級機よりも美味しいご飯を炊けるのです。もし興味をお持ちになられたらガス炊飯器お試しください。というわけで、ガス炊飯器を使うとわざわざ高級な電気で炊く必要ないですよっていうお話でございました。まあ私はなかなかこの比較検証動画とか作ってるわけではないので、どっちの方がどのくらいの差が出るのかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、実家では、ガス炊飯器で炊いて、その後保温のために電気炊飯器に移してるっていうのを親がやってましたね。でまあ今は私は賃貸に暮らしてるんですけれども、電気の炊飯器で、まあ、ご飯炊いてるんですよね。だから、ガス炊飯器っていう手もあるなと思いつつ、でも、賃貸だとどうやったらできるんだろうとか、まあ、そんな感じで、ちょっと試してはないんですけれども。まあ、ただですね、ガスの方が圧倒的にパワー出ますよっていう話はいろんなところで聞きますよね。今回の話は、ご飯の話でしたけれども、例えば、洗濯物について言うと、まあガス乾燥機の方が圧倒的にパワフルになりますよっていうのをちょっとパロマのコマーシャル見たなとか、まあそんなのはちょっと思いますよね。まああとは昔私がホテルの裏方で働いていた時は、まあものすごい業務用の乾燥機なんかが動いてましたけど、まあ電気もあるんだけれどもガスの方がいいなっていうのを、まあ先輩の社員なんかは言ってましたよね。まあ皆さんもぜひともガス炊飯器っていうのができるうちであればお試しあれというところですね。まあもしも近所で使っている人がいるんであれば、まあ試してみさせてねっていうのを頼み込むとかね。まあそういうのもちょっとありかもしれないですね。よいしょ。ともさん、ガスの使用量が増えるのでガス屋が喜んでただね工事してくれますよ。そうなんですか。まあガスの多分配管的な部分でちょっと増やすだけでしょうからね。まあ特に、まあ、全部が IH になってない限りはガスはおそらくは来てるでしょうからね。ダブルシュナウザーさん、私はオール電化は避けてます。
まあガストの使い分けっていうのもやっぱり大事なもので、どうしてもどっちかが完全に落ちることはありますからね。まあ都市ガスの落ちる確率っていうのはちょっと低いとは思うんですし、まあ、プロパンだったらまあ各家庭のレベルになるので、まあそうそうまあ問題ないだろうと。まあただ電気については一回落ちるような何か大停電が起こっちゃうと、まあどうしても復旧までに時間かかりますからね。そういった意味ではどちらか一つだけではなく分散されておいた方がちょっと安心かもしれないですね。うん。主天堂さん、エネルギーを勉強してくださいって。エネルギー、まあエネルギーっていうより単純に、なんていうかな。さっきもまあ書かれていましたけども、100ボルトなのか200ボルトなのかみたいな感じで、どれだけ突っ込むことができるかですよね。例えばエアコンなんかも100ボルト、200ボルト電源だったら200ボルト電源の方がとかいう人がいるみたいな感じで、まあどのくらい突っ込めるその容量があるかっていうところでしょうね。で、トモさんの書かれているのも多分そういったことなんじゃないかなと思いますね。孔明の罠さん、結局のところ炊いたご飯を寝かせ置いた冷や飯が糖度も上がって美味しい。それ多分ね、美味しいご飯っていうのが大前提にあると思いますよ。うん。で、冷やご飯の方がより、なんていうかな、甘みを感じられますよっていう、まあそういったことを言われる方もいますね。まあだからそのあたりについては好みの問題かなとは思いますけれど。としくんさん、うちのマンションは、市内ど真ん中なのにプロパンガス。市内ど真ん中なのにっていうのがちょっとポイントですよね。なんとなく市内のど真ん中だとどっちかっていうともう都市ガスがあればみんな都市ガスかなって思うけれども、なぜかうちだけプロパンガスみたいな。まあそういったこともあるかなっていうところですよね。うん。で、これに対しては皆さん結構食いつきがあってコメントいっぱい書かれてますよね。佐藤ひろみさん。昔の奥戸ってなんだろうっていう感じですけど。で、炊いたご飯は本当に美味しかった。キャットウェルカミングさんは、山陽の炊飯器がすごく美味しくて、その後引き継いだパナソニックは似て非なるものなので、あの味を再現できるの今のところありません。どうしてもの時は土鍋で炊いてますが、あの味にはなりませんということですね。まあ今はなき山陽っていうところでしょうかね。まあそれにしても土鍋で炊くっていうのもなかなか、まあここ最近だと、一人ご飯用の土鍋みたいなのもちょっと売ってるのを見ましたね。だからご飯も食べる方に、まあそうしたこだわりの道具っていうのもあるかもしれません。うん。いや、皆さんすごいですね。土鍋を使いますよっていう方は、まあそれなりにいるようでございます。よいしょ。で、まあ、ご飯ついでという話で、その後出てきたのが AGT さんの書き込みでして、私は痩せたいけど食べ過ぎます。痩せるテクニック誰か教えていただきたく思います。よろしくお願いします。まあ、これに関しては私もまあ同じ部類の人間なので何とも言えないとこなんですけれども。まあね、私も痩せたいんですよ。痩せたいとは思ってるんだけど食べますよ、めちゃくちゃっていうところで。まあ、食欲っていうのはね、止められない、やめられないの世界でございまして。まあ、今回の生放送で一番最初で昔の動画を見てっていう話をしましたけど、昔の自分って言っても別に2年とか3年ぐらい前の話ですけれども、あ、3年で私こんなに太ったんだなっていうのをちょっとしみじみ思いましたね。うん。怖い怖い。まあ人生で今一番重量的には多いですからね。若い頃から比べてプラス何十キロになるとやはり病気の可能性が上がりますよなんていう話で聞くこともあるので、本当に気をつけなければならないレベルになっちゃったなっていうのはちょっと感じますよね。で、痩せるテクニックは結局のところ運動と食事のバランスと睡眠、それらを全てトータルバランス整えましょうっていう話に落ち着くっていうのが王道のパターンですよね。うん。
難しいところ。それができれば、分かってることをやれればっていうところですよね。まあ結局のところ基礎代謝的に言うと、とにかく運動を全くしなければ、何もしないイコール筋肉は減っていくっていうパターンですよね。まあ年に 1% ずつ筋肉がだんだんと減ってきて、どんどんと脂肪のパーセンテージが上がっていったら、どんどん基礎代謝が下がっていって、同じ量だけご飯食べてるんだけど、でも自分の基礎代謝が下がってるから、どんどん余剰カロリーが溜まってきて、おかしいな、昔と食べる量は変わっていないのに太りやすくなったなっていう現象が起こっちゃうんですよね。まあだから運動することによって基本的には代謝を上げる。まあその代謝を上げるために筋肉が普通につく。で別に筋肉がつくって言っても別にゴリゴリのマッチョに体型になるわけではなくって、まあ必要な分だけあればいいんだよっていうところですよね。でもそのちょっと上げるだけでも日々、まあ太る太らないの差が出てくるっていうところですよね。あゆみさん、胸よりもお腹がっていうことなんですけど、まあ女性の場合だと、まあ胸とお腹だとどっちが出た方がいいかって言ったら、まあ当然のようにお腹が引っ込んでてほしいなっていうところですよね。孔明の罠さん、痩せても米を食べない。ちょっとね、画面を切り替えて。孔明の罠さん、痩せても米を食べない痩せ方は、欧米人はともかく日本人は間違いっていうことなんですけど、本来であればお米について言うと別になんていうかな、食べ過ぎというのはもちろん悪いんですけど、基本的にお米で太るっていう意味よりも、まあ結局のところお米を食べる時のその摂取カロリーよりも明らかにお前運動してないぞっていう方が、まあ原因としては大きいんですよね。だからしっかりと運動できるような、もしくは基礎代謝が高いような体を維持することができれば、ご飯を別に食べても問題はないっていうところですよね。その後皆さんから10件の書き込みが入っておりますが、このあたりはですね、私のチャンネルのコミュニティ掲示板は、まあ皆さんからの書き込みはまあ全然 OK でございますので、これ面白いよとか、これ美味しいよとか、こんな食べ方あるよとか、まあいろんなところを皆さんでぜひとも盛り上がって話していってください。まあこのあたりは特に、私は歯止めをかけることはありませんので、気にせずどうぞっていうところですよね。まあ、基本的に話としては、まあ、先ほども言ったようにバランスを取るのが一番いいんですけれども、最近だと、まあ、とにかく空腹の時間をそれなりにとって食べる時間をある程度制限してみたいな感じで、まあ、8時間以内で食事をまあ2食なり3食なりにして、それ以外の時間はまあ別にもう食べないんでいいんじゃないみたいな形でやると、まあ同じ量食べてるんだけどそんな太らんよみたいな、まあそういった食べ方の工夫でなんとかしましょうっていう話とかもありますよね。まあなかなかこのあたり実践できるかどうかは別としていろんな考え方あるんだなっていうところで、まあ私はそもそも散歩するところから始めましょうっていうところですございますね。さて、皆さんからの書き込みはある程度追っていったんですけれども、よいしょ。おっとっと、はい。次行きましょうね。暗黙教6193。これはまあ短いので読んでいきましょう。ロシア軍について虚偽の報道をしたら15年の禁錮刑と聞いて、大手マスコミはロシアのウクライナ侵略の報道を停止するとのこと。ロシアのフェイクニュースに騙されないために一般の私たちは何ができるのでしょうかっていうことなんですね。こちらのニュースを言っていきましょう。まあちょっと今日は皆さんからの書き込みを主に追っていて、用意したニュースを一つも読んでないっていうそれはちょっと問題かなと思いつつも、ちょっと待ってね、あった。ロシアは軍事の虚偽情報に最大15年の刑、議会が法案採択ということで、こちらのニュースを見ていきましょう。まあさっきちょっと、まあニュースは長いんで要約しますと、プーチン大統領はロシア国内向けの話としてウクライナに対して行っているのは特別な軍事作戦であって、これは侵略ではありません。当然戦争でもありませんよ。私たちはウクライナに平和維持軍を一部送っているだけですというお話をしております。まあそのためにですね、現実問題との差というものがものすごく出ていて、
報道の中では、例えば BBC とかがロシア軍が侵略を行っているんだっていう報道をすると、それはロシアの政府見解と異なるフェイクニュースだというふうに、お話をする。で、そんなフェイクニュース扱いをしたからには、そこには刑罰を加えようというのが今回のお話でございまして、虚偽とロシア政府が認めたら、この人たちはもう捕まえるよということなので、BBC が内政に悪影響を与えるというと、発表しております。で、そんな風に言われたもんでございますから、イギリスの BBC としては、ロシアでの取材活動はちょっとできないぞということで、脱出を図るというような話が出てきております。で、これは BBC だけではなくて、アメリカの ABC であったり、NBC もアメリカだったかな。そんな感じで、欧米のメディアがどんどんとロシアの現地取材っていうのはちょっとできなくなってるぞと。取材はできるんだけど、報道の方はできないっていうことですよね。そんな感じなんですけれども、じゃあ若者の人たちっていうのが、欧米系のメディアすらももはやまともに情報を流せないぞってなったら、ちょっとこれは情報の入手源困るなっていうことで、今はなるべく規制をかいくぐって海外の情報を取りに行こうということで、VPN アプリと呼ばれる、これは情報っていうか通信を秘匿してある程度海外のサイトにつなごうっていう、そうしたアプリを使い、みんなでなるべく情報を共有しようという動きが起こっております。で、そのためにですね、若者の中においては、LINE のようなものとか、Twitter、LINE は基本的にロシアではあんまり使われてなくて、ロシアで使われているのは Tinder と呼ばれるような SNS で、この Tinder っていうのは、ある程度自分の発言したものについては自動的に消えますよっていうものなんですね。で、それが何が大事かっていうと、プーチン大統領としてはみんなの喋っていることっていうのは、捜査機関に命令して、おい、この人たちとんでもないこと言ってるぞっていうのを捕まえようとしたときに、Tinder、テレグラムか。すごい間違いしてるな。怖い。Tinder は、男女の出会いサイトのアプリでございますね。テレグラムですね。テレグラムの方で、みんなが喋ってるので、その中において、捕まるような内容について後で証拠を抑えようと思っても、捕まえた時にはもう発言がそのものが消えていて、なんで捕まえるんですかっていうのは、堂々と言えるようになるというところですよね。なので若者らはこうした次元的な発言が消えるアプリを使って、さらには通信を秘匿する VPN を使うことによって海外のニュースサイトを見ながら、あれ、ロシア国内での報道と海外での報道めっちゃくちゃ違いますよと。ウクライナの首都めちゃくちゃ攻撃されてるんだけど、ロシア国内では一切そんなことしてないよって報道になってるよ。この差は何なのっていうのに気づくことができるっていうところですよね。で、ここ最近だとですね、プーチン大統領が停戦条件っていうのをちょっと追加してきまして、親ロシア派に東部2州全土をよこせというような話を最近ではするようになりました。これはドネツク州とルガンスク州っていうのも一部地域を抑えていただけなんですけれども、もう全部が全部この国家承認したからにはもう全部土地をよこせっていう話をし始めておりまして、このあたりはですね、プーチン大統領としては時間さえかければウクライナの軍事的な占領が進むぞっていうのをある程度見越してるんだと思いますね。どんどん停戦条件を釣り上げることによって、この後戦いを有利に進めていこうという算段だと思います。海外からの経済制裁っていうのは当然始まっているわけなんですけども、経済制裁は基本的には時間がかかるんですよね。もう即時何か効果を発揮するっていうのは、証券市場のようなちょっと反応の早いところだけで、実体経済として大ダメージを負うまでには時間がかかるので、軍事行動はまだまだ続くぞというのが、考えられます。特にですね、現在のところ北部戦線について言うと、重要な首都と第2の都市ハリコフについては持ちこたえているんですけれども、南部地域においては特にこのロシア軍の進出っていうのが止められない状況になっていて、原発を抑えられたっていうのもやはり南部の方から進軍してきた部隊によってなされています。
で、この後、黒海沿岸都市について順次落とされるようなことになれば、ウクライナは海に出る道を全て失ってしまう可能性があるというところですよね。基本的に報道ベースで言うと、ウクライナに対しては善戦しているっていう表現が行われているんですけれども、基本的に全体状況としては常に苦戦してますよ、劣勢ですよ。でも、ウクライナ軍は思ったより戦えていますよね、ということで、善戦という表現がされています。なので、基本的には時間の経過によって、ウクライナ軍は徐々に追い詰められていくっていう、この状況それ自体は残念ながらまだ覆せているわけではありません。で、これに関して少しだけ状況が変わっているのが、停戦交渉っていうのが一応行われていて、その中で決まったのが、一時戦闘を停止して、その間に逃げたい人については、襲わないでねっていう話し合いというのが成立して、ある程度休戦するっていう、そうした次元的な行いが行われています。ただしこれはもっと気をつけなければならないのは、逃げたい人についてはもう逃げる期間を決めたんだから、これが終わった後街に残っている人については、もう全員軍人だとみなして攻撃対象としますよっていうのをちょっと案に含んでいる部分があります。そのためにですね、学校なんかも、もう特に施設がどこどこだからっていうのも全部関係なく、その街については全部が攻撃対象です。そしてその中に残っている人は全部軍人とみなして、戦闘で亡くなった人とみなしますという話になってるんですね。この後はかなり被害が広がる要因になるかなと思いますね。だから一時停戦合意っていうのがなったんですけども、じゃあそれによって被害が少なくなるかではなくて、むしろ残った人たちがより苛烈な攻撃に遭う可能性が上がるという、そういうふうに私は見ています。で、もちろんですね、ちょっとこの後、この前か、話したんですけれども、そうした状況で民間人がたくさん亡くなったとしても、基本的には攻撃しているのはウクライナ軍の自作自演ですよっていうのを今後も使うと思います。このあたりは何度も言いますが、日本人は真顔で嘘をつかれた時にそれを見抜けない人が多いっていうこの問題にちょっと突き当たるところですよね。ちょっとそこで目先を変えて中国の話をしましょうか。ちょっとこれは、なんていうかな。いかにも中国だなと思えるニュースだったので、ちょっと取り上げたいっていう気持ちがありました。北京のパラリンピックの開会式が先日行われたわけなんですけど、そこで一つ、問題行動を中国が起こしました。IPC パーソンズ会長の平和の叫びにネット賛同感動の声、もっと言ったれすごい演説に感動という記事がスポニチから出ております。北京パラリンピック開会式で世界平和へのメッセージを力強く訴えた国際パラリンピック委員会のアンドルー・パーソンズ会長の言葉でネットが話題になった。パーソンズ会長がどんな挨拶をしたかをちょっと読み上げましょう。今夜はまず平和のメッセージから始めなければなりませんと厳しい顔つきで宣言した。私は今世界で起こっていることに強い衝撃を受けています。21世紀は対話と外交の時代のはずです。戦争と憎しみの時代ではありませんと語気を強めて訴えると、スタジオには大きな拍手の音が鳴り響いた。そして挨拶の最後にはピースと叫び、再び大きな拍手に包まれたという、こちらのニュースですね。もちろんこの会長がなんでこういった話をしたかって言えば、当然のようにウクライナ情勢のことがあるわけです。もう戦争状態起こってんじゃないかという話からこういった宣言をしたわけなんですが、じゃあ中国一体何をやらかしたかっていうと、こちらのニュース記事なんですけれども、中国国営テレビ会長スピーチの一部通訳せず。中国国営中央テレビはパラリンピックの開会式の中継放送で会長のスピーチの一部で中国語の同時通訳を行わなかった。つまり会長がこういった反戦的なメッセージを発している時になったら、突然のように同時通訳がパタッと止まって、英語がわからない人は、何言ってるんだろうな、なんで通訳出てこないんだろうなっていうような感じで、スラーっと行くと。放送それ自体が取りやめになったわけではないんですけれども、
わからない人も当然いますよっていうところから伝えないっていうところですね。翻訳はされないでしょ。まあさすがにピースっていう言葉だけだはちょっとわかるかなとは思うんですけれども、それ以前の部分、いろいろ話をしている部分については、翻訳がないとちょっと伝わらなかったんじゃないかなと思いますよね。そのために中国の、SNS の一つ、ウェイボーでは、翻訳されなかった部分は何を言ったのかといった困惑の投稿も見られたそうでございます。それとですね、また目先をちょっと変える話なんですけれども、今回の件で日本は欧米と足並みを揃える形で経済制裁を行いました。それに伴ってロシア側の北方領土問題に対する言動っていうのが一つ注目されています。北方領土の主権主張永久に忘れた方がいい。ロシア外務省幹部が強硬姿勢を示す。交渉さらに難航の恐れというところですね。この話っていうのは基本的にはロシアとしては北方領土を返す気は基本的にはないと私は思っています。なのでなかなか交渉だけでうまくいかないだろうなっていうところなんですけど、一応例えば安倍総理なんかはプーチン大統領との会談を重ねてなんとかロシア側との経済協力関係を築くことで少しでも前を動かそうというね、いわゆる軍事力の行使がないっていうところからも経済力でなんとかしようっていう、そういった話をしていたわけなんですけど、結局のところロシア側にしてみれば、この話引っ張っただけどんどん日本が、お金出してくれるんだな、ふふんみたいな感じで、金づる扱いで知られていたわけで。で、今回の件で日本側が制裁をかけてきたぞってなったから、それだったら別にここで、折れることもないし、北方領土については諦めんなっていうようなものを、ボールとして投げてきたと。で、これによってロシア側は何をしてるかっていうと、今度ロシアを懐柔しようと思うんであれば、もっともっとこれまでよりも金を用意しないと私たちは一切話は聞かないよというのを投げているんですが、より多くのお金を出させようっていうその魂胆の後ろには、でも別に返すわけじゃないけどねっていうの、そこがあるんですよね、本音としては。基本的にはこの日露、こうした外種、日露の、北方領土に関する外交っていうのは残念ながらロシアが圧倒的に主導権を握った状態で、この後も続いてしまうっていうところですよね。なので私としてはですね、どうせ返さないんだから基本的には徹底的に制裁で痛めつけて、ロシア側の方から北方四島返してもいいからちょっとお金出してくれないのって、頼み込んでくるぐらいの、そういった逆転現象、どっちの方が主導権を握るかっていう、そこまでちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。今みたいにあちら側に主導権がある状態だとどうやってもうまくいかないので、むしろ今回の件で、制裁をより強める方向に行って、最終的にはロシア側の方から頼み込んでくるぐらいのところまで、持っていけたらいいのになとは思いますけどね。ただ、それに関しては日本だけでできることではないので、いかにして制裁をする国を今の欧米よりもさらにプラスアルファ東南アジアの国とか、今まであんまり乗り気ではなかったところも経済制裁に加わってもらえるか、そこら辺の外交展開っていうのも必要なんじゃないかなっていうところですよね。ロシアがギャフンというためには、特に南米の国家とかも切り離さないとうまくはいかないですからね。そういった意味では日本の外交力が及ぶ範囲、ASEAN の国々にちょっと、協力してもらうとか、そういうのも必要なんじゃないかなと思うところでございます。で、中国の話ちょっとしたので、中国今どういう状況でこのウクライナ侵攻を見ているかっていう話をすると、習近平国家主席とプーチン大統領はオリンピックの時に首脳会談を行ったことからも分かるように、基本的には敵にはならないよっていうのを、約束した中でございますので、今回の件で言っても基本的には中国国内ではプーチン大統領の主張に沿った内容で報道されているそうです。そのためにですね、中国国内においても、いや NATO ってひでえよな、欧米のメディアはもうフェイクニュースばっかりだよなっていうような話で、基本的には優先になっているようでございまして、BBC がそれこそ
行動を撤退するなんていうニュースを見たら、やったね、もうプーチン大統領やったね、みたいな感じで、喝采を上げているんだそうでございます。で、日本の話にちょっと戻りますけれども、これはですね、ちょっと岸田総理、話聞いてよっていうレベルのとこなんですけれども、ウクライナ侵攻で省エネを国民に呼びかけるっていうものがありました。これは3日夜の話なんですけれども、今、ロシアのウクライナ侵略という極めて深刻な事態に直面しているとした上で、エネルギー価格高騰による日本経済への悪影響を少しでも減らすために、これまで以上の省エネに取り組み、石油がガスの使用を少しでも減らす努力をすることが大切だと、省エネへの理解と協力を国民に呼びかけたっていうニュースなんですけれども、私はこれを聞いたときに、国でやるべきこと最初にまずあるでしょと。それは一体何かっていうと、まずは原発の再起動をすることによって、例えば火力発電のパターンとしては、天然ガスの火力発電や石炭火力発電、そして、天然ガスの火力発電あるわけなんですけれども、やっぱりですね、原子力発電所、今現実に存在していて、しかももう長年の耐震改修なんかも終わっているので、なんだかんだ言って使えるものはたくさんあるんですよね。でも、発電はしていないということなので、国民にみんな使うのちょっと、抑えてねって言う前に、そもそも原発を動かすことによって、私たちはこれだけやってるんですよ。でもちょっと足りないから国民の皆さんご協力よっていう、いわゆるちょっと順番論を大事にしてほしいところですよね。国としては特に何もやらないけど、だんだん値段上がっちゃうんで、みんな省エネ頑張ってねなんて言われても、っていうところですよね。ちょっとやる順番としては国がまずできることをやってほしいところです。で、岸田総理がこの原子力発電所について一切言及しない理由っていうのは、基本的には世論調査を見ているからじゃないかなというふうに言われています。こちら朝日の吉田、世論調査なんですけれども、原発再開反対は半数割る 47% っていうふうにあるんですけれども、逆に言うとですね、賛成する側はまだ 38% なんです。あくまでも世論調査なんかで見ると原発については動かすなが国民の半分。そして動かした方がいいだろうっていうのが38ということで、岸田総理はですね、このどっちの方がより支持率の高くなるかなっていうのを見ていて、反対する人が多いなっていうのを見て、これは動かさない方がいいな。でも値段が上がっちゃうのは俺のせいじゃないし、あくまでも国際的な価格が上がっちゃってるんだから、みたいな感じで、自分のせいじゃないというふうにちょっと使えますからね。一方において、原発を動かす、動かさないの話は自分の判断が結構効いてくるもんだから、これは黙っといた方がいいだろうって、ちょっとそこら辺ね、判断を保留することによって、なんか責任逃れしてるんじゃないのっていうところですね。今年は特に選挙が近いっていうこともあって、参議院選挙に影響があるものは一つでもやりたくないということから、ちょっとでも世論の風向きが悪いものについては手を触れない。だから原発再開の例えば世論調査で6割になりましたよ、7割になりましたよ、岸田総理なんで動かさないんですかみたいな声が高まらないともしかしたら動かないかもしれないっていうところですね。でも、もしもこのまま動かさなかったら本当にものすごい電気代上がると私は思ってます。電力を作るものって言えば、当然のように火力発電はめちゃくちゃ必要ですからね。天然ガスも値段上がってるし、石炭についても上がってるし、もう石油だって上がってるしっていう感じで、基本的にはほとんどのエネルギー源が値段上がってる状況で、この後値段が上がらない方がおかしいですからね。よいしょ。こちらは3月5日のニュース。こちらも話変わっていきなり中国なんですけれども、ウクライナ情勢のことを考えて軍事の話はちょっと欠かせないなというわけで、中国の国防費最新情報でございます。国防費 7.1% 増の26兆円、伸び率の拡大ということで、中国の軍拡全然止まる気配なしというところでございまして、26兆円。これは表金の部分で26兆円でございまして、これは計上されていないものがある。いわゆる地方政府の方が持っているもの、
いわゆる研究開発部門の持っているものについては、いわゆるここに入っていないと言われているので、まあ実質的には30兆円程度は使っているだろうと言われています。で、日本の防衛予算がまあ大体5兆円プラスアルファ数千億円というレベルなので、時間が経てば経つほど軍事力のバランスが悪化していくっていう状況なんですよね。まあ、このあたり岸田政権としてもいい加減なんとかしてほしいところですけども、さっきも言ったように岸田政権っていうのは世論を見ながら動いているので防衛予算を伸ばすことによる支持率の上昇が見込めないっていうんであれば、まあ、そっちの方に舵を切らないって本当事なかれ主義ですよね。まあ、本当にこの後日本がどんどん年月が経てば経つほど中国の圧力を受けるのに、国防予算必要だっていう意識がないっていうのが恐ろしいところでございます。この国防意識の低さっていうのが結局のところ災いを呼び込むんだろうなというのがちょっと私の不安に思っているところですね。そしてですね、まあそろそろ23時ぐらいということもあるので締めにかかるんですけれども、ここ最近ですね、このウクライナ問題をまあいろんな報道されてるんですけど、その中でも特に際立っておかしなことを言い出している人っていうのがいましてですね、まあこちら橋本徹さんなんですけれども、プラスアルファもう一つ玉川さんについてもそうなんですけれども、とにかくテレビでやたらとおかしなことを言いまくっていて、しかもそれをテレビがさらに、この番組もどうぞ、この番組もどうぞって、もう朝から晩までテレビ出演しておかしなことを言いまくってるって。で、一体何を言ってるかっていうと、もうウクライナの人たち降参してくれと、降伏してくれと。あなたたちもうこれ以上戦ってどうすんだみたいな形で、もうロシアの侵略をもう全面的に認めてウクライナの国を滅ぼしてしまいと言ってるんですよね。で、その上でですね、まあ、プーチン大統領も高齢なんだから、もう2、30年もしたら死ぬでしょみたいなことを言ってるわけですけれども、もう国が滅んでもう2、30年経って戻るなんていうのは、ほぼほぼ意味ないですからね。その間どうすんだと。2、30年経ったら自分の祖国で死ねない、もう流浪の民になって死ぬ人が何千万人と出るようなことを、まあ、求めてるってね、ちょっとおかしすぎるでしょっていうね。まあそもそも論としてプーチン大統領が亡くなったとしてもですね、ウクライナという国家が全面的に滅んで、もうその領土が完全に併合されたってなったら、もうプーチン大統領が亡くなったとしても一切その後の領土変更なんて起こりようがないですからね。まあそれこそ北方領土について言っても、もう占領されてからもう何十年と経ってるわけですけど、その間指導者も何人も変わってきたわけですけれども、未だにロシアが実効支配しているわけです。もう手放すことなんてありえないわけです。ウクライナみたいな巨大な国土について丸飲みすることができるんであれば、もうこれを手放すのことなんてありえないわけですね。しかも、その飲み込まれた後に行われるのは基本的にはロシアにとって都合の良い教育っていうのが子供たちに施されることによってもう戻れないようになっちゃうんですよね。もうずっとウクライナのやってきたことはものすごい悪いことなんだよ。だからロシアに吸収されたんだよっていうような、いわゆる自虐史観っていうのをその国の人たちに教えるし、また言葉について言っても現在のところロシアとウクライナっていうのはこれまだ経済的な関係っていうのは深かったこともあって、ロシア語とウクライナ語両方話せる人たちがたくさんいたわけですけれども、もしもウクライナっていう国が滅んだ後であれば、教育のレベルにおいてロシア語だけを教えるようなことをして、いわゆる文化的にも抹殺が行われるっていう話ですよね。こういった点から言っても、国が戦わずに滅ぶっていうのがどれだけ恐ろしいことかっていうのは、私たちは少なくとも中国においてはチベットであるとかウイグルであるとか内モンゴルであるとか、そして香港であるとか、まあそういった実例を見ているので、当然のようにそんな何もかも相手に委ねることがどれだけ恐ろしいかっていうのを無視した橋本さんの発言というのは、まあ、とんでもないなと。で、それに類するものとして、まあ、玉川さんも、こちらテレビ朝日の玉川さんも、やっぱり同じように、さっさと降伏しろよっていう話してるんですよね。こちらもその後どれぐらい恐ろしいことが起こるかっていうのを一切無視して、もうプーチン大統領すごい名君ですよみたいな話してると同様ですよね。
口ではなんだかんだ言ってロシアは侵略して悪いですねと言いつつも同時にさっさと降伏すればいいのになんていう話をしてるわけですよ。もうどっちかっていうとプーチン大統領に勝ってほしいなって思ってんじゃないのってそのぐらい思うような話ですよね。もちろん命を戦うことによって命を失う人たちっていうのもたくさん出てくるわけですけれども、でも戦わなければならない時っていうのが今まさに来ているわけですよね。別に誰も戦いたいから戦ってるわけじゃないんですよ。少なくともウクライナ側の人たちは。でも攻めてきた人たちがいる以上は何もしないで皆殺しに遭うことだけは絶対避けなければならないと思ってるから戦ってる人たちがいるんですよね。このあたりは本当に机上の空論をそのままベラベラと喋っていて、そんな人たちを普通にテレビで何度も出しているっていう、もうテレビ側の本当に恐ろしいところだと思いますね。よいしょ。で、今ウクライナのやってる、一つの作戦としてまあ結構注目されているのがですね、ウクライナ当局としては前線にやってきた兵士の中で士気の低い人たちはまあ結構早めに降伏してくれるということで、まあ怪我もなく捕らえられた捕虜っていうのもそこそこいるんだそうです。まあ何千人単位と言っているんですけれども、実際のところ実数がどれくらいあるかについてはわからないんですけれども、まあ少なくともウクライナ側では何千人と捕らえたと言ってるんですよね。で、それらの人たちにですね、まあ親御さんぜひとも引き取りにくださいっていうのをちょっとウクライナ側から呼びかけていて、まあそうすることによって、ロシア国内の報道と現実にはものすごい差がありますよっていうのを、ぜひとも広めてほしいというような作戦を展開しております。まあこれはですね、ウクライナ側としても、捕虜が何千人もいる状態っていうのは、まあ負担がめちゃくちゃ重いですからね、今。まあそれだったらもう国元に帰ってもらって反戦運動の一つきっかけになってくれたらなっていう活動ですよね。まあこういうのも一つ手かなというところですね。まあ23時回ってきましたのでそろそろ残り少ないですが行きましょう。日露原子力協定めぐり林外相現時点で見直し必要と考えていないというニュースが出ておりました。これは現在の日露関係っていうのを考えると明らかに日本は制裁を強めていくべきだという私は思ってるんですけれども、どうも岸田政権はそうじゃないんですよね。欧米と同じぐらいやっとけばいいかなみたいに思ってるようでしてですね、この日露、原子力協定っていうものはというところなんですけれども、これがまあ追求したのが共産党のっていうのもあるんですけど、まあそれは置いといて、他国を核兵器で威嚇するような国に対して核物質や関連資機材、技術を輸出するような枠組みをこのまま維持し続けることは到底許されないと、まあ、共産党の方が言われているんであんまりまあ、称賛をするのはちょっと心苦しいんですけど、でも言ってることはまさにそうで、今の日露関係を考えると制裁を強めていかなければならないのに、この核技術についてある程度取り決めを維持していこうとしている岸田政権おかしいんじゃないのっていう追及ですね。まあこれに関してはちょっと賛同するしかないっていうところですね。できるところからやるっていうのが大事で、制裁っていうのは、まあ何もむちゃくちゃ厳しい実効性のあるものさえやっとけばいいんだではなくて、もう本当に小さなことも積み重ねていくことがやっぱりこういうの大事なんですよね。このあたり岸田政権明らかにまあ突っ込みがないからほっとこう的な、そういう脇の甘さを感じるところでございます。よいしょ。あ、そうか。あと最後。テレ放題終了の話なんですけど、まあこれは、コメントの中でですね、もう固定電話やめてしまおうかなっていうのを、どなたか、あった。おもちパンダさん書いてますね。おもちパンダさんの書き込みで、NTT 東西より加入電話の2024にメタル IP 電話への移行に伴うサービス変更についてのニュースレターが出されました。ということで、市内局番とか市外局番っていうそういった概念とはまた別にですね、料金について言うともう市内だろうと市外だろうと関係ないよと、もう一律に電話料金っていうのは話した時間でっていうことになりますと。まあそれに関していろいろ考えてるんだけれどっていう話なんですけど、
固定電話についてはですね、私はもういらないっていうふうに思ってます。例えば今私は賃貸に住んでますけども、固定電話引いてないですし、実家の固定電話についてもなくした方がいいんじゃないって私は親には言いましたね。やっぱり昔からあるもんだから親としては、これなくすのって、そんな感じで反応だったんですけれども、でも親もスマートフォン持ってるんですよ。スマートフォン持っているのに、家の固定電話を契約し続けてそこにお金を払い続けるって、いや、それいらないでしょ、というふうに私は思うんですけどね。やっぱりなかなか続けてきたものをやめるのにはちょっと心のハードルがあるようなのでちょっと難しいとは思うんですけれども、皆さんもですね、すでに固定電話じゃなくてもうスマートフォンでみんなと連絡取ってるよっていう方は、たとえ家に固定電話があったとしてももうやめた方がいいと思いますよ。無駄なお金だって思いますからね。災害の時になったら固定電話の方が強いっていうふうに思われると思うんですけど、でもそれはあんまり頻繁に起こるようなことではないですからね。やっぱり普段のずっと払い続けることを考えたら、もうスマホに統一してしまって固定電話については、会社にある分ぐらいでいいんじゃないとか、そんな感じですよね。これは特にね、伝統でも何でもないと思って、この際、さようならする方向で私はぜひともお勧めいたします。仮面7171さん、昔は固定電話ないと契約ができないのがあったけど、今は携帯電話が身元保証できるようになってるので固定電話はなくてよくなった。そうですよね。昔であればそれこそ固定電話ないのあなたみたいな感じで、そんな感じで固定電話についてその権利を売買するなんていうこともあったそうですけれども、今となっては別に、携帯電話しか持ってないんですよって言われても、いいですよ、それでどうぞっていう形で普通に通りますからね。固定電話がないと困るっていうのは本当に一部の、個人では特にないでしょうね。会社について言うと、固定電話がっていう話はちょっと出てくると思いますけれど、それは個人レベルではないですからね。みつきますさんは、実家はオレオレ詐欺電話かかってきてから解約した。これはよく言われることで、携帯電話にかかってくるものはあんまりなくて、基本的には固定電話を中心にしてかかってくるって言われてますよね。そちらの方が引っかかる率の高い人たちという風に見られているっていうのもあると思います。携帯電話にかけても若い人が出て、俺だよって言われても、いや誰だよっていう話で、全然詐欺の取っかかりにならないっていうのがありますけれども、固定電話だったらかけて、その先に出てくるのが高齢者の割合が高いというところから、なんとなく詐欺にかけられるその引っかかりのところで、やっぱりちょっとね、問題なんでしょうね。というわけでですね、今日は23時を回りました。大体2時間ぐらいということで、今日はこの辺りにしましょうかね。よいしょ。いくつかまだあったとは思いますけれども、2時間だとこんなもんかなというところですね。基本的には今日のお話の中で皆さんの書き込みには直接的には答えてないんだけれども、私の話ともちょっとつながるな的な部分もある方おられると思います。特に、軍事力の話をちょっとしましたけれども、基本的にはですね、日本は今のままだとだんだんと危険度が増してしまうっていうふうな私の考え方です。憲法改正をすることによって今の自衛隊の防衛力強化っていうのを図っていかないと、やっぱりなんだかんだ言ってですね、軍事力っていうのは他の国との相対評価なんですよね。日本だけが、取り残された状態で他の国がどんどんと軍拡をしていくと、日本はなんかどんどん防備が弱いなって見られた、その時が危険なんですよね。
まあ、特に中国は軍拡をし続けてますよっていう、まあそういったニュースをちょこっと、まあ数分、まあ1分2分でちょっとお伝えしましたけれども、この積み重ねが日本を危険に陥れるというところですよね。まあ、台湾有事の発生確率もだんだんと上がっていくっていうことを考えたら、日本は GDP2% を目指して軍事予算っていうのはある程度積み増していって、まあその 2% に増やしていく中において国産の戦闘機とか、もしくは国産の無人戦闘機であるとか、ドローンを作るとか、まあそういったところにもちょっとね、アメリカ産のものだけじゃなくて、日本のメーカーにも頑張ってもらえる、そういった裏付けとなるお金があればなというところですよね。よいしょ。まあ、というわけで、今日書き込みをしたんだけど呼ばれなかったよっていう方も、まあ、めげずに来週も書き込みをよろしくお願いいたします。まあ、その中においても、よいしょ。まあ連続的に読まれる方もおられば、私2週連続で読まれなかった方っていうのも出てくるかとは思いますが、まあそのあたりはラジオ番組と同じで、ああ投稿はがき出したんだけど読まれないわ、でも私めげないわみたいな感じで、続けていただければなと思いますね。佐藤ひろみさん、今からみかん3個食べますということです。まあそういうのもありでしょう。というわけで、本日の固定電話じゃないや。本日の生放送はここまでといたしましょう。そして当然のようにですが、もうこの生放送土曜日の9時からというのは私の中ではなんとか固定化していこう、習慣化していこうと思っておりますので、来週もまた生放送見に来てくれたら嬉しいです。そして、まあ平日については動画で、1ワード、まあ1ニュースについて、まあ少しお話をするっていう、このタイプで続けていきますので、そちらはそちらでまた別の楽しみ方という感じで見てくださればなと思います。そして生放送動画以外においても、Twitter なんかではもうちまちまとニュースについて、一言コメントつけておりますので、また見に来てくれると嬉しいです。まああんまり返信はしないんですけどね。もうなんていうか神の気分でそこは。皆さんを公平に見守っている状態でございますので、ダイレクトメッセージが返ってきてもあんまり答えませんので、その点にはご容赦ください。それでは本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。2022年3月5日の生放送はここまでといたします。それでは皆さんおやすみなさい。またねー。